皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年3月12日の生放送を行っていきますので、今日もよろしくお願いします。そうですね。今のところなんですけれども、予定では今日の放送はほぼほぼ9割ぐらいが、ウクライナ・ロシア問題を取り上げるんじゃないかなというふうに思っております。で、皆さんからの書き込みについて言っても、コミュニティの書き込みは今日は件数としてはちょっと少なめということもあるので、私の話がちょっと多くなるのかなという感じになってます。よいしょ。というわけで途中今日は脱線する余地があるかなとかちょっと思ってますね。ともさん、韓国大統領もぜひということですね。そうですね。このチャンネルのチャンネル登録しましたよっていう方のほとんどというか、大体7割ぐらいはもう私が韓国系の動画を作って、それを見てチャンネル登録したという方が多いので、決して韓国のことについて全く忘れてるわけではないんですよ。ただ、今は明らかにその重要性という意味において、このロシアによるウクライナ侵略の方がちょっと圧倒的に、重いというか、取り上げるべきだっていうその重要性がちょっと高いんですよね。レンさん、スーパーチャットありがとうございます。明日仕事なのでおやすみなさい。はい、おやすみなさい。大丈夫ですよ。土曜、日曜でお仕事する人もたくさんいますからね。何もみんながみんな平日に仕事をしてるわけじゃないですから。誰かが仕事している時に誰かが休み、誰かが休んでいる時に誰かが働くっていう具合にして、この世の中は、成り立っているっていう形ですね。ともさん、重要性の低い韓国でちょっと笑ってつけるのはちょっとまずいですよ。後でそれを差別発言だみたいに突っ込んでくる人。このチャンネルではいないですけどね。他のところで言ったらもう、わらわらをつけるだけでものすごい、目くじら立てる人たちがいますからね。怖い。よいしょ。ポチッと。はい。というわけで、コミュニティの方では引き続き書き込みを募集しております。ただ、放送時間に突入してしまうと、私の方が全然気づかないっていうことがあるので、なるべく放送の始まる前に書き込みをよろしくお願いします。で、読み上げる順番としましては、評価順の方で取り上げることが多いんですけれども、新しい順で見たときに最初に来るっていうパターンでも発見することがあります。で、その他私が書き込み全く気づかずにそのままスルーと言ってしまうこともあるので、その点はご容赦ください。で、今日の話としましては、ウクライナの話を中心にしてしようと思うんですけれども、逆に言うとそれ以外の書き込みっていうのもそれなりにありますので、そちらの方もある程度取り扱っていこうと思います。まずはさらっと
っていうのもちょっと難しいですけれども、まずはこのウクライナ情勢についての話をしていって、後半の方で少し、それ以外の話というふうにいきましょう。まずは全体の状況から見ていくっていう話からしていきます。で、私自身のそのスタンスとして、基本的には、まず情報っていうのは、皆さんもほとんど見ることができますよっていう情報と、私は見ている情報っていうの、特に差があるわけではありません。例えばですね、YouTube 上においては、ジャーナリストの方が、私は現地取材してきたんだ、であるとか、もしくは、現地に私の知り合い、もしくは私の、契約している人がいて、それの人が現地の取材を持ってきて、それを私は聞き取りすることによって皆さんにお伝えしていますよという方もおられます。どちらの方が良いかっていう話をすると、基本的には一時情報と呼ばれるようなものの方が、当然のように価値は高いわけなんですけれども、ただしその情報っていうのは結局のところ全体を見られるかという話になると、そこはちょっと難しいんですよね。どうしてもその人の見た、その見た目、見える範囲、わかる範囲の話になってしまうので、全体状況を把握するのはちょっと難しくなるということがあります。そういった意味で私が皆さんにご提示するのは、まず全体の状況を理解することによって、後で個別のどうなってるんだろうこれっていう話について、それぞれの方が疑問を持ったらちょっと自分で調べるっていうふうにして深掘りしていくなんていうことをしていけば、それぞれの方が自分の知りたいことをより深く知ることができるんじゃないかなと思ってます。何しろみんな人それぞれ考え方が違うので、どの部分について深掘りしたいかっていうその興味心、好奇心、知的探求心っていうのはやっぱり方向性違うんですよね。私とかだったら軍事的な面と経済的な面、政治的な面っていう、ある程度なんていうかな、ジャンルごとにそれぞれ見ていって最終的にそれらを組み合わせる、パズルを組み合わせるようにして全体像を見るんですけれども、やっぱり人によっては軍事的にはこうだなっていうのをがっつり見る人もいますし、逆に言えば政治上の話を組み合わせてがっつり見る人がいるんですね。だからそれはもう人それぞれ違うんですよね。さて、まずは全体状況の話から始めましょう。まずはアメリカの動きから見ていきます。G7、ロシアの最恵国待遇取り消し、追加制裁で共同声明というものが出ております。で、この最恵国待遇取り消しっていうのを一体何のこっちゃっていうふうに思われる方多いと思います。一言で言えば、ロシアっていうのはもうはっきり言って敵扱いしていいんだなっていうことを表明したようなものです。で、他に最恵国待遇されていない国との代表例として言えば、北朝鮮がこれに当たりますよと。ロシアも北朝鮮並みに取り扱いましょうというのが、G7 もしくはアメリカの主張になったわけです。これによって一体一番どんなところで大きな差が出るかっていうと、基本的には貿易関係で関税が上がるっていう話があります。これまでは通常、敵国でも何でもないわけですから、なるべくだったら両方にとってお得になるように、関税っていうのは必要以上に高くしない。双方にとって輸出も輸入も心地よくできる程度にしましょうねというお話があるわけです。ところがですね、この最恵国待遇が取り消しされても、この国はもう敵国扱い同然だなっていうふうにしてしまうと、今度はこの関税が20から 30% ぐらいまで跳ね上がるんじゃないかなって言われています。で、アメリカがロシアから輸入しているものは何なんだっていうふうに思われる方、もちろんいると思います。で、代表的な例として、今、チャットの方で雨の中の熊さんが書いてますけど、キャビアがさらに高くなるっていうのは、これは当たりだと思います。もちろんアラスカのあたりで取れるとか、そういった話はあるとは思いますけれども、ロシア産のキャビアが一級品だねっていう、いわゆるブランド振興的な意味においても、そういうのを選ぶ人は当然いるわけですからね。で、ロシアから入ってくる分について関税が高くなりましたね。関税が高くなったら当然消費者価格、もう店頭に並ぶ時の値段も上がるんで、もうなんとなくこれ嫌だなっていうふうにして買わないような人が増えますよっていう話ですよね。で、同じようにして、G7 でみんなでよし、じゃあ同じように関税高くしましょうねってなったら、当然のようにロシアにしてみれば輸出するときに
高くなるわけですから、他の国から買った方が安いんだったら別にロシアから買わなくていいじゃないっていう、そうした気持ちは強くなるんですよね。で、そうなれば当然のように輸出する側としては買い手が減るので、どうしてもそこは商売上においてマイナスですよという話です。という具合にしてちょっと記事を要約するっていうと変ですけれども、ある程度そうした肝の部分ですよね。最恵国待遇が取り消されるというのは、基本的には貿易上においては敵国扱いですよというお話でした。で、今回の共同声明の中で他にも注目点はあるんですけれども、国からの制裁というものだけではなくてですね、国際的な機関からもやはりロシアはもうちょっとね、これからはまともに取引できないよ、扱えませんよっていうところが増えてくることになります。それが国際通貨基金 IMF でして、こちらの方もしくはヨーロッパの欧州復興開発銀行っていうところがあるんですけど、こちらの方が融資はもうお断りですよという話が出てきております。で、これ一体何が問題になるかっていうと、今後ルーブルが紙くずになりますよってなった時に、もうそれを助ける気は、国際的な機関としては何にもする予定はありませんと。もう潰れるんだったらどうぞ潰れてくださいっていう具合にして、融資をする側はロシアではなく、ロシアによって迷惑をかけられる側の方にしか、味方しませんよっていうことが、今回の話でございます。もちろんロシアが勝手に潰れる分にはもう自業自得だっていうのが私は動画の中で言ってるので、それはもうロシア国民の皆さんには仕方ないけれども、そこは我慢してくださいと。プーチン体制を変えることにぜひとも力を尽くしてもらえれば、このようなことにはならなかったのになというところですね。で、その他ですね、表立った動きとしては、やはり国際金融の場からだんだんと締め出されているということもあって、どこか抜け道を探すだろうという話があります。その中で一つ注目されているのが暗号資産、仮想通貨について言っても、やはりこれは追跡して、不当な換金というか、海外に資産を脱出させる手段として仮想通貨をもしも使うようであれば、それらについてはなるべく阻止しようというお話が出ております。この場合はですね、暗号資産なので、市場、金融市場の中でも、例えばアメリカであればコインベースといったような会社で、ロシアのアカウントについては凍結しますよっていう、そういったこともしていまして、暗号資産だから大丈夫だろうと思ったらアカウントごとそのまま封じられてしまって動かせなくなったっていうことが起こってます。で、その他の会社について言えば、なるべく中立性を保とうっていうことからこの制裁に加わらないところもあるんですけれども、少なくとも暗号資産はなんだかんだ言ってそのルートっていうのがどこまでも遡って探索するっていうことができるので、もしかしたらこのような抜け穴っていうのも大きな分ではもう塞がれたんじゃないかなっていうところですね。もちろん個人レベルではものすごく資産逃しはできるわけなんですけれども、少なくとも国家レベルの大きな資金を海外に脱出させることは難しい状況になりつつあります。よいしょ。よいしょ。その他ですね、政府のやるもの以外においても、企業単位で、もうルーブルが紙くずになるんだったら、ロシアでビジネスすることないよねっていうことから、ロシアからの脱出組っていうのもたくさんあります。一方でみんなが脱出するんだったらもうやっぱり、自分もっていう形で次から次と、便乗するというか、同じように、外に出るっていう形にはちょっとなってるんですよね。これはやっぱりお金の問題っていうのは大きくて、どんなに商売しましょう、売り上げが入ってきますっていうなっても、その売り上げのお金そのものの価値がゼロになるんだったら、私は一体何のために働いてるんだろうってなるわけですよね。もう企業にとっても全くそれは変わらないわけで。そういったわけで、A 社、B 社、C 社っていう具合にして、どんどんと脱出していって、残った会社についても、私残って大丈夫なのっていうことにはなるんですよね。で、これはお金の話において、さらに問題なのはブランド価値の毀損です。ブランド価値の毀損っていうのは何かっていうと、他の会社はどんどんとロシアでのビジネスやめてるのに、あなたはロシアに残るんだよね。じゃああなたはロシアでの
例えばウクライナ侵略についてどういう立場を持っているのっていうふうにものすごく注目されるわけです。で、日本においてはですね、一番これで矢面に立ったのがファーストリテイリングユニクロの柳井社長ですね。社長だったかな、会長だったかな、ちょっと役職については私曖昧ですけれども、まあ経営責任者ですよね。ユニクロは当初この自分たちはあくまでも服を売っているだけなんだから、そんな政治上の話と絡めないでくれっていう話をしてたんですよね。だけど一応まあウクライナ侵略でまあ大変なことになってる人たちもいるから、ウクライナ支援である程度の募金はしますよ、でもロシアでの商売は続けますよっていう話をしたんですよね。でもそれって日本の中で見ると、あれロシアに寄り添ってるのっていう風にしか見えないわけですよ。まあだからこそ多くの人たちがユニクロの製品こんなことしてるんだったら買わないよっていう話なんかもし始めて、まさにこれが商品についての問題ではなくて、会社のその方針を見て、あ、この会社の商品やサービスは利用したくないなっていう、これがまさにブランド価値の既存っていうやつですよね。で、ようやくそのような批判の声がいっぱいありますよってなってから、ようやく柳井社長はある程度批判に押される形でロシアでのビジネスを一旦やめますという話になったんですよね。まあこのあたり完全に柳井さんのその経営判断の私はミスだと思いますね。他の会社がもういち早くもうやめますって言ってる中は、それは明らかにここでやってることに意味はないなっていう合理的な判断や、もしくは自分のブランド価値を守るためっていうのがあったんですよね。だからそういった意味では判断が遅すぎたっていうところですね。まあその他一緒に今ロシアと一連卓勝みたいな動きをしているベラルーシなんですけれども、こちらベラルーシの方についていっても今制裁の手がきつくなりつつありますね。よいしょ。といったようなところで、日経新聞はやはりこの制裁関連の話は、ビジネス、お金の面についての話がちょっとメインになってますよね。ただし今やっているこの制裁っていうのは、やはり軍事的な面で言うと、時間がかかるんですよね。制裁の効果っていうのは。今すぐではなくて、少しずつ、そして1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月経ってきたらようやくその実感として制裁の効果が出てくるな。そして国家経済そのものへのダメージっていうのが加わってくると、軍事面を支えるその下支えの力がなくなってくると。何か物資を補給しようと思ったとしても、経済が全然回ってない状況だと、そこに回してるお金あるのかよっていうツッコミが国民から入ってくるようになるんですよね。ポチッとな。無双かまこさん、ベラルーシの国民はどう思っているんだろう。雨の中の熊さん、ベラルーシは昔白ロシアと言ってましたねということで、今回の件でベラルーシの人たちがどう思ってるかっていうことなんですけれども、情報をどこから取って見ているかっていう、そこに結構大きな問題があって、もともとベラルーシは今ルカシェンコ大統領が独裁政治を行っていて、軍の支援があるから成り立っていると。で、その軍っていうのはベラルーシ軍もそうだし、ロシア軍の支援もあるっていう、この軍事力によって支えられているところがあって、決してベラルーシの中の国民全員が今の体制に OK をしてるわけじゃないんですよね。もうなんだったら、いつでもこの政権が倒れてくれたら嬉しいなっていう。ただこのベラルーシにおけるこの反政権の気持ちっていうのは別に民主化しようっていう運動ではなくてですね、腐敗している政権辞めさせたいっていう話なんですよね。だからちょっとここが微妙といえば微妙なんですけれども、何にしても今の体制づくりっていうのに反対してる人たちもたくさんいますので、ベラルーシの人たちも見ている情報がロシアの一方的なものだけを見ているとちょっと戸惑うかもしれないんですけれども、ヨーロッパ側からの情報を見ている人たちにしてみると、ロシアがとんでもねえことしてあるなっていうのをちょっと気づいている人はいっぱいいると思いますね。白ロシアですね。了解です。ウェッシュ。
そうですね。やっぱり、共産圏の一つの特徴っていうのは、その権力者層がやたらと、声太るっていうのがありますよね。それは権力を一手に逃げることによって、同時にお金もどんどんと自分が蓄え込んでいって、しかもそれが不正であったとしても、その不正っていうのが自分たちの、利権的な感覚なんでしょうね。で、その頂点にいるのが、やっぱり指導者の人自身がそれを積極的にやるので、それの下の人たちも別に私がやって何が悪いのぐらいな感じになっちゃうんですよね。共産主義にしても社会主義にしてもそうなんですけども、主義思想っていうものがどんなに立派でもそこで動いている人たちもそれをあくまでも自分の権力支配するための論理に道具として使っているパターンが多くって、国民のためには全然何も考えてませんよっていうパターン多いんですよね。そんなこともありましてっていうところですな。というわけで、トランプじゃねえや、バイデン大統領の、動き。で、ちょっとバイデンの話として続くんですけれども、現在アメリカは NATO の加盟国で、そして NATO 全体としてもウクライナに援軍といういわゆる武器じゃなくて人という形では何もしてません。基本的には武器供与しますよ、物資援助しますよ、情報提供しますよ、お金を援助しますよ、人道支援しますよといった形で、いわゆる軍隊を送る以外のことについては積極的にやってるんですけれども、このお金の動きというのもちょっと重要でございます。ウクライナ支援に 1.6 兆円、アメリカの下院が予算案可決ということで、かなりのお金が流れ込んでいますよっていう話ですね。これはですね、アメリカもそうなんですけれども、ヨーロッパも同じで、自分たちがいざ兵士を送るとなったらもう直接対決ってなると核兵器の打ち合いになる危険性があることから、正面切って戦いはしませんよっていう前提で、それ以外のものについては、今潤沢な物資や、お金の援助なんかをし始めているっていうところですね。それに対してですね、今の状況からロシアの国民はどう考えているんだろうというお話。こちら朝日新聞の記事なんですけれども、プーチン氏の支持率は 77% で、侵攻前と比べるとプラスの10ポイントですよというニュースが出ております。ただしですね、例えば、韓国系の動画を作るときもそうですし、中国の話をするにしても、今回のロシアの話をするにしても全く同じなんですけれども、世論調査の値っていうのはやっぱり、その国その国で信頼の度合いっていうのが、かなり怪しいものがあって、ロシアのこの世論調査っていうのも当然のようにですね、どこか中立的な調査機関があるかというと、そもそもそんなものが存在しない国なので、現在ではこの政府系世論調査っていう段階で、なるほどな。最初から答え決まってるよなっていうのをちょっと、頭に置いておかないといけない状態です。ただしですね、そんな世論調査機関でも、8割程度かっていうの、これを高いと見るか低いと見るかっていうところですよね。そもそもロシア国内においてはプーチン大統領の意見っていうのがほぼ報道の 100% に染まっている状態で、例えば戦争っていう言葉を使ったらそれは間違っているフェイクニュースだってなって、フェイクニュースを流す報道機関に対しては、はい、もうあなたたち放送できませんよっていうようなことになってるんですよね。で、海外の報道機関も同じような規制がかけられていて、フェイクニュースを流すようだったら、あなたは逮捕して、そして刑務所に15年ぐらい入ることになるかもしれないよっていうような、そんな法律なんかを制定したんですよね。そのためにアメリカの ABC であるとか、イギリスの BBC 放送なんかについては、一時様子を見なければならないということで、一旦放送を取りやめる時期がありました。現在ではですね、ある程度、制裁というかこの規制にかからないような形での放送っていうのを少しずつ手探りで始めようとしてますね。例えばですね、こちらモスクワ支局の誰々ですみたいな話をして、すぐにその後の放送自体は
一気に海外のイギリスのスタジオへ飛ばして、ウクライナ情勢を話して、また戻ってきてみたいな形で、規制の対象外のところで、戦争の中身について触れるみたいな、そんなちょっとめんどくさいことですけれども、そういう話もしてるんだそうですね。結局のところ、取材活動そのものについては、現地でやった方がいいっていうのがあるので、そういった活動をしてるんでございましょう。さて、先ほども述べたように、ロシアにおいてはプーチン大統領の言い分に基づいた報道が行われていると。そして、中国もやっぱりロシアにある程度擁護的な立場なので、報道っていうのは、やっぱりプーチン大統領の意向に沿った内容で、報道が行われていると。そのためにですね、世界中の動きと中国の中の世論っていうのがぶつかるようなことになっています。例えばですね、ウクライナで多くの人たちが、空爆、砲撃なんかを受けて怪我をしたり亡くなっていますというのを見て、それだったらチャリティーイベントを行いましょう、寄付をしましょうっていう動きがですね、欧米の有名人の間で広がってるんですけれども、もうそんなものを見た中国の人たちにしてみれば、ロシアの方が正しいのになんでウクライナを応援するんだよっていう批判っていうのが出てくるんですよね。その一つがですね、ベッカム氏、ウクライナ支援で、寄付をしたら、それを中国のネットでは、なんてひどいやつだ、みたいな形で、ベッカムに、批判的な話が出ています。なんていう話が出ております。で、これは別にこの人だけではなくてですね、同じように、ロシア側に対する批判的、もしくは制裁に加わる、そして寄付をウクライナ側にするっていう、これらの行動はもう全般的に、中国、そしてロシアの人たちにしてみると、ちょっとこれはおかしいんじゃないのって、逆に批判する立場の人が多くなっちゃってるんですね。だから何を見て、何をどう感じるかっていうのは、やはり見るものによってかなり異なってくるっていうところですよね。政権の意向に沿った形での放送があったら、やっぱり大部分の人たちはある程度そこに乗っかってしまうっていうわけですね。ただみんながみんなではないですよ。例えばロシア国内においても反戦運動が行われているのはなぜかって言えば、やっぱり政権の意向に沿った報道では、いやこれ現実と合ってないじゃないって気づく人たちがいて、だからこそ反戦運動っていうのが起こるわけですよね。ただし、1万人とか集まってもそのうち1000人とか2000人とか逮捕しますよっていうロシアの国なので、なかなか政権を倒すような大きな動きにはなってないっていうところですよね。ポチッと。そんな感じで政権の意向に沿った内容をどんどんと世界中に広げようという動きはですね、こんなところでは、圧力というかバンされるということになっています。YouTube はロシアの政府系メディア排除、全世界でブロックというのが流れております。これは先ほども述べたように、ロシアの政府機関のもう世界中に、中何々大使っていう人がいたり、もしくはそれに類する人たちが活動しているわけなんですけれども、それらが全部プーチン大統領の言い分に、寄り添った形で話をしていると。で、それは明らかにおかしいでしょっていうところから、YouTube ではこれはもう、これはダメだ、もうダメだっていうことで、バンしましたという話になっております。そんなことで黙っているかって言われると、ロシアはそういった意味ではもう真顔で嘘つきまくりですよっていうのがここ最近の非常に分かりやすい話で、ようやく多くの日本人にとってもロシアは嘘しか言わないんだなぐらいな感じで受け止めるようになってきたかなと思います。ただしそれで黙っていないのが、プーチン大統領でございまして、ロシアは中東出身の義勇兵1万6000人投入かというニュースが流れております。こちらはですね、今ロシア軍がウクライナ領内で戦っているわけなんですけれども、やっぱりこの人たちがたくさん亡くなってしまうと、ロシア本国の方に、政治的なダメージとして返ってくるんですよね。5000人とか1万人の人たちが亡くなって親御さんのところへ戻ってくるわけですよね。その戦死の報告やもしくは、体が。で、そうなってしまうと、
平和維持部隊としてウクライナにいている息子がなんで亡くなったのって思う人たちが数千人レベルで出るわけで、しかもその家族の人たち、親類の人たち、近所の人たちっていうレベルで言うと、あれ、あそこの家でもここの家でも私の友達の誰々さんの息子さんがなんていうことになったら、やっぱり報道とのその差が大きすぎるわけですよね。だってプーチン大統領と言い分としては、ウクライナの人たちに歓迎されてるはずだ的なところで、報道を受け止めている人たちが多いわけです。平和維持部隊。つまり悪い人がいるんだから、その人たちを鎮めて、現地の人たちから歓迎されて、私たちは進駐軍のようにして入っていくんだ。っていう話ですからね。つまりそれで言うと、亡くなる人っていうのはほとんどいない前提で、みんなある程度考えてるわけです。でも実際そうなって、内情としてたくさんの人が亡くなってますよってなったら、何が起きてるのっていう風にして、報道と現実との差に苦しんで、そして、ある程度、反戦運動をしている人たちが、いやいやこれ戦争になってるんだよっていう話をしたら、やはりロシア国内においても反戦運動のその火がちょっと増えてくるだろう。プーチン政権を揺るがしかねないっていう話ですよね。ところがですね、そうしたロシア本国の兵士が亡くなるのをある程度抑えようと思ったら、別の人たちを持ってこようっていうのが今回の話で、特に中東出身の人たちっていうこともあるので、基本的には ISIS との戦いであるとか、シリア内戦におけるいわゆる反政権であるとか、独立勢力であるとか、武装勢力であるとか、そういったような人たちとの戦いをしてきたような人たちをある程度、引っ張ってくるんじゃないかなっていうところですよね。これらの人たちの特徴はですね、ものすごく戦争のいわゆるルールにのっとらない戦いをずっとしてきた人たちですので、もうウクライナでもむちゃくちゃするんじゃないかなっていうふうに言われています。例えば捕虜を捕らえたら、捕虜はもちろんルール上はしっかりと保護しなきゃいけないっていうのがあるんですけども、そもそもそんなもん知らねえわみたいな人たちが入ってきたら、降伏したら即っていう話で暴走する可能性があるとか、もしくは民間人に対する攻撃に対するいわゆる領土の呵責があるかないか問題で言うと、これらの人たちはほぼ全く気にしないような人たちなんですよね。シリアの内戦なんかにおけるもう一方的な虐殺っていうのは、基本的にはもう住民はもう動くものは皆殺しみたいな感じのところが結構いっぱいありましたからね。そういった意味では今後ロシア軍がこうした兵士をどんどん入れてくるっていうのは、ものすごい被害が激増する原因になるんじゃないかなと思いますね。ちょっと時々チャットの方に行きましょうか。こたつねこさん、ロシア人の義勇兵はプーチンの駒でしかない。それはそうでしょうね。指導者にしてみれば軍隊そのものが駒なので、ただしその中においても自分に害が及ぶかどうかの話でしょうね。下流サイサイさん、ロシア軍の強さはある意味残虐性だと言います。そうですね。ルール無用でやった方が基本的にはやはり暴力性は高いし、それなりに恐怖を植え付けることができるんですよね。やっぱり綺麗な戦いっていうのはある程度、一般の市民にしてみれば、どうせ攻撃されるのは空軍の基地だろうな、もしくは近くの何々基地だろうなって言って、ある程度自分が安心できるわけなんですけれども、もう住宅街も全部爆撃されますよってなったら、もう自分がいつやられるかわからないわけですよね。で、攻撃する方としてももう皆殺しだみたいな感じで攻撃してくるんだったら、もう特に気にするわけがないわけですよね。このあたり恐ろしいことですけれども。シュナウザーさん、ジョージアはクリミア侵攻でも支持率上がってるんだよねっていうことなんですね。はい。クリミア半島の時はですね、今回と違ってウクライナ軍は非常に弱かったこともあって、あっという間に逃げていったということがあります。その頃のウクライナ軍っていうのは、なんていうかな、今と違ってそれほど危機感があったわけじゃないんじゃないかなっていう感じなので、戦いようがなかったっていうのもあると思います。で、その時のイメージとしては、ほぼほぼ無血開城ぐらいなイメージでプーチン大統領を思っていましたから、今回もきっとそれぐらいの感じで一旦攻め込んでしまえば
もうウクライナ軍なんかもうみんなバーッと雲の子を散らすようにあっという間に戦いはまともなものが発生せずに首都を制圧できるぐらいに思っていたんじゃないかなと言われてますね。で、そんな感じなので抵抗がほとんどない状態で制圧できたっていうこともあって、プーチン大統領すげえわっていうことから、支持率が上がったっていうのがまさにクリミア半島の、強奪ですね。よいしょ。うん。よいしょ。これまでは欧米の方の制裁の話ばっかりしましたけれども、一方でロシア側もですね、いやいや、そんなに制裁かけるんだったら、うちも制裁として輸出するもの絞るわっていう、そういった逆切れのものも出てきております。ロシアはハイテク機器や、林産物の年内輸出禁止へ、欧米制裁に対抗というものが出ております。ロシアは通信機器や医療機器、自動車用品、農業機器、電気機器、ハイテク機器及び一部の林産物の輸出を2022年末まで禁止すると発表しました。これを聞いてですね、あれ、ロシアから通信機器、医療機器、自動車用品、いや、それどこの国がなんか、大量に輸入してるんだって思われると思います。で、日本にとっては、これ、ほぼほぼ工業製品で言うと、気にする必要のないものばっかりで、一方においてですね、この一番最後にある林産物ですよね。木材についてはロシアから入ってきてるものありますんで、いわゆる、木材価格の高騰に拍車をかけるんではないかなというふうに言われています。ウッドショックって呼ばれるようなものが少し以前にあったんですけれども、それをもう一度繰り返すようなことになるんじゃないかなと言われてますね。これは新型コロナ問題でみんながみんな家に閉じこもっているっていう時で、ある程度この後需要が下がるだろうと思っていたら、そんなことはなくってめちゃくちゃ需要があったから、全然木が足りねえよってなって、その後木材価格が跳ね上がったっていう時期があるんですよね。もちろんその後においては少し落ち着いたんですけど、またこれで上がるんじゃないかなっていうふうに言われてますね。そういった意味では経済的な打撃っていうのは当然のようにロシア側にもかかるんだけれども、それ以外の周りの国も受けるっていうのはありますね。この林産物、あとはですね、ロシアとのこの貿易だけではなくて、今ちょっと記事は用意してないんですけど、日経新聞の中ではロシアを通じて直通ルートがだんだん使えないようになってきたっていうこともあって、日本とヨーロッパの直通便っていうものが直接的にはできないものなので、輸送ルートがちょっと変更になると。で、輸送ルートが変更されると、それによってコストアップになるから、基本的には輸入物については値上がりするだろうという話があります。で、その中においてですね、コストと見合わなくなったものについては、やっぱり量も減ってくるっていうことがあって、今、雨の中の熊さんがサーモンが入ってこないっていう話をしてますけど、やっぱりこれも輸送ルートの変更でコストアップしていてっていうような、その様々なものの悪影響を受けて、今まで通りに物が入ってこない、今まで通りの値段とは違ってくるっていうのはあるんですよね。うん。どちらかというと鉱産物で言うと、ロシア産のニッケルみたいな、なんていうかな、他の国で、安く大量に取れないような、そうした鉱物資源の方が、ロシアにとっては、大きな武器になるのかなとはちょっと思うんですけどね。うん。バファリンさん、アルミだよね。あとホームセンターに売ってる松材、パイン材と呼ばれるもの。そうですね。だからホームセンターに売ってるものとは限らないですけど、ステンレスなんかも混ぜ物的に使うものはいっぱいありますからね。紅の豚さん、ロシアではイスラム教の布教は、禁止されてませんでしたか？中東の義勇兵はイスラム教徒じゃないということですかねということですけど、多分ですね、実際の戦闘をする分においては何教徒であろうと多分ロシアはあまり気にしないんじゃないかなと思いますね。
というのも、シリアでロシア軍が展開している時にイスラム教徒全員、排除なんてしたら、そもそもシリアのアサド政権自体イスラム教徒ばっかりですからね。つまり、イスラム教徒だからって言って別に排除するわけではないんですよね。ましてや、下っ端で戦う兵士についてそのイスラム教徒だからっていう、そこの排除は全くないんじゃないかなと思いますね。先ほども述べたように、中東からの義勇兵っていうのは基本的にはプーチン大統領にとっては、この人たちが亡くなったとしても、ロシア本国でも、反戦運動に一切つながらないっていう、そういった利点があるから、この人たちを大量に呼んでくるわけですよね。1万6000人っていうのは、投入されたロシア軍20万人に比べれば1割ぐらいなんですけれども、でも非常にプーチン大統領にしてみれば、リスクのない人たちっていう考え方ができますよね。で、何かこの人たちが問題を起こしたら、それはあくまでも、いや、それロシア軍じゃないしっていう言い訳を、ものすごく簡単にできる話なんですよね。総運教さん、カニやキャビアなんてどうせ高くて食べられないので平気。大丈夫です。私も同じようなもんで。少なくともキャビアなんて食べた記憶、私の中では人生で一度もないかもしれないですね。高級品は食べる人たちにとっては、やっぱり本場のものがいいと言うんでしょうけれど、そもそもほぼほぼ日常生活で食べないっていうのもあるので、そこは気にならないですよね。M マットさん、ニッケルが高騰しているのでバッテリーも値上がりしますね。そうですよね。このニッケルが多分、一番大きいんじゃないかなと言われてますよね。鉱物資源の中では。いろんなものに混ぜて使うっていうこともあるので、これがないとなーっていう話になるんですよね。といった具合にして、ロシアは制裁もかけられているんだけれども、一方で、ロシアに対して制裁をかけた国に対する逆制裁もかけているというお話でございました。このあたりの貿易戦争っていうのは今後も続くことでございましょう。ポチッと。この話はしたかな。これはいいや。ポチッと。で、今回の件ですね、かなり国際情勢大きく動きました。ヨーロッパはどちらかというとですね、どうせ戦争起こらないだろうっていうスタンスを持っている国多かったんですよね。例えばドイツなんかは、メルケル政権がずっと続いている間、軍部の方としては、いや、これ全然お金が足りなくって、もう動けない兵器とかいっぱいあるんですけど、なんとか予算増やしてくれませんかっていう話をずっと上げてたんですけれども、メルケル政権の間ずっとそれは却下されてですね、戦車はあるんだけど、戦車の訓練の稼働率っていうかめっちゃくちゃ低くってっていうようなことをずっと言われてたんですよね。そんな国もある中において、今回の件が発生したこともあって、EU 加盟諸国全体で、これはロシアの脅威っていうのをまさになんとなく想定する敵ではなくて、本当に戦争するっていう前提で準備をある程度進めていかなきゃいけないなっていう、この世論、いわゆる各国首脳の間で統一的な考えにまとまりつつあるんですよね。ということもあって EU 首脳会議の場において防衛費を各国で大幅に増加させるという案が、みんなの一致団結した思いになっております。ドイツであれば例えばですね、軍事費は日本の2倍10兆円程度を維持して今後は国内の軍事費をこのままの継続して規模、そして装備の更新なんかも進めていくという話をしております。このあたりメルケル政権から新しい政権に変わって、とってもこのドイツの立場っていうのが、なんていうか海外他の国と比べると埋没するんじゃないかなって言われてたんですけど、どちらかというとロシアの問題が起こってからも積極的に政策変更っていうのを行ってきて、ちょっとね、シュルツ首相ちょっと見なきゃいけないなっていう思いがしますね。どちらかというとメルケル首相はプーチン大統領とべったりの部分があったので、この点についてはドイツはいい方向になったかもしれません。ドイツ首相は国防費の大幅増額を公表し、ウクライナ危機で歴史的な政策転換を行いました。何しろですね、
GDP 比 2% 相当国防費毎年当てるっていうのはですね、日本にとってはもう悲願みたいな話なんですけれども、残念ながら岸田政権ではそんな話はなかなか聞かないな。いわゆる5兆円からようやく少しずつ上がってきて、ようやく6兆円にかかったかなぐらいな感じで、だからなかなかもう増えないんですよ、日本だと。でも今回ドイツではもう明確な危機がもう目の前に起こってるんだからっていうことで、もう一気に10兆円超えましょうっていうところまで引き上げてます。このくらい思い切ったことをしてくれればちょっといいんですけどね、なかなか、日本は動いてくれないという話でございます。厳しいねっていうところで。で、その他ですね、今ウクライナに対する侵攻っていうのが始まって以来、多くの人たちが隣国へと避難しています。で、そういった報道が起こった時に必ず現地中継ですって言って出てくるのがポーランドと。兵庫かこちゃんスーパーチャットありがとうございます。で、ポーランドはですね、隣にベラルーシがあるし、ウクライナを挟んでロシアもあるし、しかも歴史的に言うと、第二次世界大戦の時は、東からソ連が侵入してきて、西からはドイツに攻められてっていう形で、ポーランドは支配されたっていう歴史があるので、今では EU の仲間として、ポーランドはドイツと一緒の側なわけですけれども、これはロシアが迫ってきたなっていうのがもう切実になってるんですよね。何しろ毎日お隣の国はもう戦場になっていて、そこから逃げてくる人たちがたくさんいるわけなので。というわけでポーランドが本格的な軍備拡張に乗り出しました。こちらもドイツと同様にしてものすごい増額比になっております。で、どのくらいの増額が行われるかというとですね、軍隊の規模をほぼ3倍にしますっていう、これもなかなかだなと。で、この軍隊の規模は何の規模かというと、兵員の数ですね。もちろん兵器をたくさん揃えるっていうのも大事なんですけれども、人数的に言っても本格的に揃えようっていうのがポーランドの考え方で、これはどういうことかっていうと、これまでの兵隊というか軍隊の整備の方法としては、少ない人数を専門的に育てて兵器を充実させて、だから実際の戦闘になるとちょっと頭数は足りないんだけれども、でも連度は高いし、何かがあったら小さな紛争とかで十分戦えますよっていう考え方だったわけですね。これだと少ない金額でも十分な、見た目を保つことができるっていう考え方なんですけれども、でも今回のロシアによるウクライナ侵攻っていうのは20万人規模の侵攻ですから、もうそもそも少ない人数で守ろうなんていう考え方だとちょっと圧倒的に不利になって、そのまま押しつぶされてしまうっていうことからあって、もうそもそものある程度の規模感を揃えるっていう考え方で、必要な装備については順次後から付け加えましょうという、考え方なんですよね。そのために軍隊の規模を3倍まで引き上げるという話が出てきたわけです。当然のように、お金っていうものを用意しなくちゃいけないので、ポーランドにおいては、GDP 比今 2% ですよ。これは目標数値として今掲げられている NATO の標準的なものなので、決してこれが低いわけではありません。日本だと GDP 比 1% 程度ですから、それに比べると、経済の中から 2% 出しましょうというのは、これまでもある程度額を出していたわけです。でも、それじゃあもうこの危機の前には不十分だっていう考え方から 2% から 3% へと増額という話ですね。で、あとはここで気になるっていうと、ちょっと今までと異なるのが、お金を増やせば増やすほど基本的にはなるべく国内経済、いわゆる軍需産業に対してもお金を出して育成しようという考え方だったわけです。これは平和な時であればやっぱり自分の国の軍事産業っていうのをちゃんと守っていかないといけないなっていうところから、それは当然だと思うわけですけれども、今この状況から考えると、より良い装備品の方がより重要じゃないかっていう考え方からしてですね、国内産業だけではなく海外からの輸入兵器についてもある程度規制を緩和しようっていう動きがこのポーランドで起こっています。じゃあその海外から何を持ってくるかっていうと、それはアメリカからの兵器の輸入です。
例えば東欧の国々っていうのは旧ソ連の国々っていうのもまだあるので、例えばミグ29であるとかスホーイであるとか、いわゆるソ連系の武器なんかもまだ持ってるんですよね。でも今後のことを考えると、このまま NATO 加盟国の中としてはやはり海外から輸入するとなったらアメリカから例えば戦闘機を買おうであるとか戦車を買おうであるとか、そういったものを考えるようになったわけですね。だからポーランドは人員も増やすし、また今回規制を外したということもあってアメリカ製の戦闘機であるとか戦車をおそらくは導入するんではないかなと言われています。よいしょ。ZBV さん、安いフランス製も売れそう。そうですね、コストパフォーマンスを重視してっていう、そうした選択もあると思います。このあたりは、ヨーロッパの国々はドイツ、フランス、イギリス、それぞれやっぱり軍需産業ありますからね、どこの国から買うかっていう意味においては、仲間内で選べる範囲がいっぱいあるっていうのはいいことだと思いますね。共同開発なんかも進めるでしょうね、この後。で、今、ウクライナは戦場になっているわけですが、外国人傭兵部隊、もしくは義勇兵の人たちを募集しますよということを、ゼレンスキー大統領が行っていまして、それにこんな人も加わっているよというのがニュースになっていました。ウクライナの外国人部隊にイギリスの待機軍人7人、議員の息子もということで、今、国として援軍は送らないんだけれども、でも別に退役軍人であったり、元軍人であったり、もしくは、軍には所属していないんだけど、民間軍事会社で所属して、そうした戦闘に近いものを経験したよっていうような人とか、そういった人が義勇兵になったとしても、これを止める手立ては、特に、なんていうかな、政策的には行っていないということで、ウクライナに渡って戦いますよという人が、報道で結構出てきております。ここでインタビューを受けた人は、自分の仲間内であと100人ほど来る予定なので全員集まればいい部隊になるはずだっていうような話をしております。ただしですね、この義勇兵の取り扱いについてなんですけれども、ロシア側はこのウクライナの義勇兵っていうのをいわゆる正規兵としては見なさない。つまり何があってもこいつらはなんていうかな、無頼者みたいな無法者。なんていうかな、そういった形で正規の取り扱いを行いませんよっていうことを宣言してるんですよね。だから捕まったら何がされるかわからんっていうような状況なので、もしも戦争捕虜として、戦争捕虜っていう形ですらない形で、処断される危険性があるっていうところですね。で、その部分についても本人に対しては、もしも捕虜になるんだったら自ら命を絶つことができるんだらば、おそらくそうするだろうというような話をしています。つまりですね、これはまともに、なんていうかな、取り扱ってもらえないんだったら、もうそれだったら、もうどうせある程度死ぬ覚悟を持ってきてるんだから、余計な気持ちを持たずにそのまま自決する可能性もあるよっていう話をしてますよね。実際にその現場になったら本当にするかどうかはわからないんですけども、少なくともそういった自分が正規兵の捕虜として取り扱われることもないっていうのを分かった上で義勇兵に応募してるっていうのは、一つこれは大事なことじゃないかなと。このあたり英雄になろうみたいなそんな軽い気持ちでいても、大抵あっさり死んでいくだけですからね。このあたりシビアな状況っていうのをある程度受け入れられる人じゃないと、義勇兵には向かないということですね。よいしょ。M マットさん、元自衛官も義勇兵に参加するのかな。このあたり私も動画にしたんですけれども、実際問題、日本人がどこまでできるかはわからないですし、少なくとも日本政府としてはなるべくやめてくれっていうのを、中日、ウクライナ大使館との、その話し合いをしたっていう報道なんかも出てきているので、どちらかというと後方任務に当たるんじゃないかなと言われてますね。例えばですね、物資の輸送なんかについて言っても、もうウクライナ全土どこで攻撃されるかわからないっていうこともあるので、なかなか一般の人に、その物資を運ぶっていうのもちょっと難しい状態になってきてるわけですよね。もちろん現地の土地勘は全然ないわけなんですけれども、少なくとも GPS のような何か位置情報を知る手段そのものについて完全に断たれているわけではないので、
A という箇所から B という箇所まで物を運んでくださいねっていう、そうした危険な任務になってしまうものについて、ある程度引き受けることができるだろうとは言われてますよね。としくんさん、日中ずっと外にいたから目が花粉なのか PM2.5 なのかっていうことですけど、まあ今日はおそらく花粉の飛散警報みたいなのが出てましたんで、まあ花粉症を持ってる人たちにとってはちょっと辛いでしょうね。で、今、西日本の方だとこれに加えてですね、花粉プラスアルファ PM2.5 プラスアルファ、韓国で今大きな山火事が起こっていることによって、まあ PM2.5 かもしくはそういった煙成分も混ざってきてるっていうところで、まあちょっといろんな悪い症状が出ている人はいるでしょうね。そうですね。花粉症辛すぎるっていう。だから花粉症、まあ今、みんな外出してる時に、まあマスクをしている人が多いですから、もう誰が花粉症なのかちょっとよくわかんない感じですよね。うん。で、まあこの後ですね、ちょっと、ウクライナ情勢を語るときにですね、今本当に情報の錯綜、これ正しいの間違ってるの、これプロパガンダなの、フェイクニュースなの、デマなのとか、まあいろいろ飛び交っている状態なので、まあ一つ、話題になったものを取り上げましょう。細かなものはたくさんあるんですけれども、まあ一つここ最近の大きな話題になったものがありまして、こちらはですね、ウクライナ南東部マウリポリっていう、今、ロシア軍の攻撃をかなり激しく受けている町で、産科小児科病院が爆撃されましたよというニュースですね。こちらのニュースは日本でもまあ大々的に報道されたんですけれども、ここで映った女性について話題になっています。それは何かっていうと、このニュースで映った女性を見てロシア側は、まずそもそもこの場所っていうのはネオナチの拠点になっていて、そこを攻撃して、まあ潰してんだから、この映っている人たちは全員演者だ。まあつまり、どこからか引っ張ってきたエキストラさんを雇ってきて、血が出てるんだったらそれは血のりをつけるため、工夫をしたりしているんだよっていう形で、この攻撃っていうのは、全くの作り物だっていうふうにロシア側は言いました。で、なんでそのことを強調したかっていうと、この映っている女性がですね、まあ、ウクライナの有名なというか、ある程度知っている人の多い方だったんですよね。こちらはですね、インスタグラマーの方で、フォロワーがまあ日本で私今見てるんですけど、まあ8万6千人というような方で、まあ非常に有名な人だっていうこともあって、わざわざ知名度のある人が被害に遭ってるっていう、そうした作りをすることによって、多くの人たちの関心を引こうとしたんじゃないかと、ロシア側は言ったわけです。まあただしですね、これ、よいしょ。この人が、そもそも妊娠していますよっていうのは、この今のロシア軍による本格侵攻が起こる前の1月とか2月頃にはもうこうした様々な健康グッズであるとか美容グッズの紹介とともに妊娠している自分を写している写真なんかも投稿しているっていうこともあって、別に全然妊娠していることが嘘でも何でもないわけです。よいしょ。で、ロシア側は妊婦を演じた役者だと言っていたわけなんですけれども、ロシア大使館のこの投稿がですね、結局ツイッター社が削除しました。で、実際問題この方は、先ほども言ったように、インスタグラマーで実際に妊娠していて、この病院に入っていて、爆撃を受けてっていう、その一連のことになってしまったので、演者でも何でもない普通の患者さんだったよっていう話ですね。ただ患者さんがなんかインスタグラマーで多くの人たちの知っている人だから何か役者としてここに送り込まれたんだろうっていう、まあロシア側が難癖をつけたという話でございます。で、この件に関しては欧米の方のニュースではいかにもなんていうかな、ロシアらしいフェイクニュースだっていう難癖だなっていうふうに報じられております。実際この方は被害に遭われたわけなんですけれども、その後、子供を出産されましたよというのがニュースで流れております。
まあ良かったという話なんですけれども、まあもしかしたらあの病院でそのまま亡くなっていたかもしれないという、まあ本当に危機一髪でしたね。さて、嘘800の話でもう一つちょっと取り上げておかないといけないと思うのは、プーチン大統領が本格的な侵攻をするときにですね、こんなことを言っていました。それは NATO の東方拡大については、もう本当だったらこれ以上東に伸びてくるなんてしないって約束をしていたじゃないか。その約束を破った NATO の方が悪いんだっていうような話をしていました。で、これがですね、いやそんなこと言ってねえよっていう話をですね、誰が言っているかっていう話でございまして、それはですね、ソ連のゴルバチョフ書記長、まあ元なんですけど、この方がですね、その当時のことについてお話をしています。で、まあちょっと記事はめちゃくちゃ長いんですけれども、まあ大事なのは NATO 不拡大の約束があったかどうかについて、ゴルバチョフ氏の回想録の中でこの件については、いやそんな話なかったよということが出てくるんですよね。で、その当時はそもそもそんな話し合いをするんじゃなくて別の方が大きな話題になっていて、誰が NATO の不拡大なんて話するんだっていう具合にしてちょっと、プーチン大統領の話と噛み合わない。プーチン大統領としては自分の開戦の口実を作るためにこういった話をしたんだけども、その当時の権力者であった、ゴルバチョフにしてみれば、その当時そんな話してねえよっていうところなんですよね。まあ少なくとも、ゴルバチョフ氏は約束はなかったよと述べております。だからこのあたりもですね、プーチン大統領っていわば大統領の言ったことだからきっとあったんだろうと思ったら、実にでもその当時の権力者の人たちが、人たちじゃなくて権力者が、いやそんな話今されてもその当時そんな話なかったよっていうね、なかなか、これを気にしないプーチン大統領はさすがだなと思いますね。真顔で嘘をつくっていうのを本当に何度も繰り返している方でございます。まあここでゴルバチョフ書記長がですね、確かにその当時そう言ってたんだって言えば、まあプーチン大統領のその言葉を支援するわけなんですけれども、でもゴルバチョフ書記長それ自身が別にその反ロシアじゃないですからね。この人は明らかにロシアのその権力の中枢を歩いてきた人ですから。でもですね、今このゴルバチョフさん今91歳っていうこともあるので、この後消されてしまうかもなっていうような、まあ、ちょっと思いもあります。怖いことでございますが。まあ、といったあたりで、まあ、ウクライナ情勢についての話を終わりにしましょうかね。まあ、この後、留学生の話、もうちょっとしようかなというところですね。でも全部話をしたかな。そうそう。で、いろいろ嘘をでっち上げてますよっていう話についてではですね、欧米を中心にして、ロシアがこれをやったんだっていう話をすると、その度に検証するっていう動きがあって、検証すればするほど、それ間違ってますよっていう話が出てくるっていう、そういったまとめ記事なんかも BBC がやっております。まあ、例えばですね、どこどかで大きな戦闘があってっていうような動画が上げられていると。でもロシア側にしてみると、いやいやそんなのフェイクニュースだよっていう話をしたら、まあそれ調べてみたら本当にフェイクニュースだったかどうかっていうところで言うと、ロシアがフェイクニュースって言ってるのがフェイクニュースっていう、このなんていうか説明するの難しいんですけれども、本当のこともあれば間違っていることもあるんだけれども、確かにウクライナ側も間違っている情報を出すことあるんですよ。決してウクライナ側が全て正しいことを言ってるなんて思いません。それは例えば被害に件にしても、ロシア側の被害が圧倒的でウクライナ側の被害の方が全然少ないんですよっていう話について言っても、私はおそらくはウクライナの兵士の人たちもたくさん亡くなってるだろうと思います。でもそういったレベルではなくて、ロシア側の話っていうのはとことんもう本当のことがどこかにあるのぐらいのレベルで、まあフェイクニュースが多いんですよね。まあ記事をちょっと全部紹介はしないんですけれども、まあ私の感じるところでは少なくともロシア側はもう嘘ばっかり言っていて、これを信じる人いるのかなって思うぐらいなんですよね。まあもちろん私の思いとは全く逆に、フェイクニュースだって検証している、それがフェイクニュースだって思う人もいるわけなので、まあこのあたりは、まあ人それぞれどう判断するかですよね。
結局のところですね、同じ情報を見ても、それをどう判断するかっていうのは、それぞれの人の、やっぱり判断分かれるところなんですよね。ただしですね、私としては、私はこう思いますよという話をしている限りにおいては、皆さんも、上川さんはそういう考えなので別に、そこはそこで、それでいいと思います。結局のところ、どんな人でもそうなんですけれども、100% 正しい事実だけ、真実だけを言ってるなんてことはないわけです。A さんが言ってる話については、9割ぐらい、参考になるなとか、B さんだったら80ぐらいだなとか、C さんだったら70、D さんだったら60とかいう具合にして、人それぞれ100ではなくて、0から100の中のどこかっていうパターンが一番多いんですよね。おっと、山下秀樹さん、スーパーチャットありがとうございます。喉を大事に。ありがとうございます。だから一般的に言うと信頼度の高い人であったとしても、言っていることが参考になるかどうかっていうのは、やっぱりその都度検証する必要があると思います。例えば、SNS、YouTube では、信頼度の高い人と言われると、例えば有本香織さんであるとか、高橋洋一さんの名前が上がってくることあるわけなんですけれども、じゃあ 100% 言っていること、すべてのものについて全く正しくて、何の言っても問題もなくて、なんてことはやっぱりないんですよね。この話はちょっとおかしいなって思うことも当然あるわけですよ。でも、だからといって、0か100だけに分けてしまうと、突然話がおかしくなっちゃうんですよね。1個の話がおかしいからといって、その残りの99全部間違ってるなって思うと、やっぱり物事を見誤ってしまうと。逆に10個ぐらい間違っていても9割ぐらいある程度参考になるなって思えれば、ある程度信頼できる人っていうことになるんですよね。このあたりの考え方っていうのは非常に大事で、ウクライナの方にも間違いはある。ただしそれはロシアとの比較において圧倒的にロシア側の方がフェイクニュースが多いっていうのを見ておけば、どちらの方が信頼性は高いかっていう、そのあたりですよね。少なくともウクライナの言ってることが全部嘘で、今ロシア軍が攻めてるっていうのは嘘ですなんていうふうにはちょっと思わないでしょう。例えば今ウクライナの首都周辺にロシア軍が展開しているにもかかわらず、ロシアの外相は何を言っているかっていうと、ウクライナに我が軍は一切攻め込んでおりません。戦争なんて起こっておりませんよ。なんていうことを真顔で言うわけです。その話っていうのは基本的に私たちから見れば、いやいや、もう普通に首都近辺で戦車とか装甲車とかいっぱいいて、衛星写真も残っていて、何が攻め込んでないだっていうふうに突っ込むわけなんですけれども、プーチン大統領とは、そして外相は何を言ってるかっていうと、外の人たちがどう思うかなんて全く関係なくって、ロシア国内でついている嘘を改めて言ってるだけなんですよね。ロシア国内では、ウクライナに戦争なんて仕掛けておりません。侵略なんかしてませんよ。あくまでも平和維持部隊がちょっと言ってるだけですよっていう話をしているので、それと整合性を保つために国連の場でも何か外相が出てきたとしても、必ずのように国内向けの話しかしないという感じですよね。だから私たちから見ると、爆撃してませんよ、空爆してませんよなんていう話を聞くと、この人何言ってんだろうみたいな話にちょっとなるんですね。このズレっていうのをこちらの方もある程度受け止める必要があると。よいしょ。ひなののさん、中国もそんな感じ。中国を参考にして考えるっていうのは非常に大事だと思いますよ。例えば、私たちというか、私のチャンネルの動画の中でもチベット問題を取り上げ、チベットじゃない、チベット、ウイグル、内モンゴル、そして香港といった具合にして、中国国内で行われている、ジェノサイド問題っていうのがあるわけです。でも、中国はその件に関しては、欧米が作った全て嘘のニュースですっていう話をしているわけですね。で、これを見た私たちは、中国嘘言ってるなっていうふうに、そのまま受け止めることは基本的にないわけです。でも、ロシアの言ってることに関してはどうしてもその体制がない人たちが多くてですね、嘘を言ってるんだなって思わずに、何を信じていいかわからないっていう風にして、半分信じてしまう人たちがいるわけですね。嘘を嘘でもう貫き通しますよっていうのを、分かっていないとどうしても、この人真顔で言ってるからきっとちょっと何か信憑性のある部分あるかもしれないななんていう風にちょっとね、心が揺らいじゃうっていう。
このあたり、私たちが中国の報道に対して思うのと同じぐらいの目で、ロシアを評価するのがいいんじゃないかなと思いますね。バトーさん。ゼレンスキー大統領一人を差し出せばウクライナは救われると言っている方もいますね。そうですね。基本的には大統領一人差し出したぐらいで何が終わるのかっていうと何も終わらないっていうところですよね。何しろプーチン大統領が今回の件で何を要求しているかっていうと、まず第一にウクライナ全域における武装解除っていうものを求めています。武装解除をして、丸裸になった状態で中立を宣言しなさいというふうにしてるので、そうなったらもう何にも抵抗する手段がなくなるわけですね。プラスアルファ先ほども出てきたゼレンスキー大統領は退陣して、親ロシア派の政権に入れ替えますよっていう話ですよね。でこの親ロシア派の政権を作るにあたって、ウクライナ領内の親ロシア派の人を起用するのかなっていうと、どうもそういうわけではなくてですね、ロシアから送り込んだ人をいわゆる統治官として送る、いわゆる、植民地化政策なんじゃないかなっていうふうに言われていて、もうそれだったらウクライナっていう国家そのものがもうないようなもんですっていう話ですよね。だから本当に国家そのものを滅亡させてしまうような要求をしているので、このような条件の時にですね、降伏しろっていうのは本当に国家滅ぼすよっていうのを手伝いするような話なので、ちょっと私は乗れないっていう話ですね。銀翼さん、他国に武装解除を迫るとか、ざれ言だわっていう、本当ね、とてもじゃないけど、まともに、なんていうかな、交渉できる相手ではないっていうふうに思いますね。雨の中の熊さん、満州国みたいなもんですかっていうことですけど、満州国の場合だと不義を基本的には傀儡として軍部が実権を握っていたんですけれども、少なくとも武装はしていたんですよね。ただし、不義のための武装ではなくって、満州国という日本の支配下に国を守るためっていう形ですけれども。しかもですね、おそらく傀儡政権を作るときには、プーチン大統領にとって信頼できる人を送り込むので、不義さんよりもよっぽどプーチン大統領と親しい人物が、だから支配することを心地よく思う人が任じられるんじゃないかなというところですね。だからこそその支配っていうのは苛烈に行われるだろうという。ウクライナという国家にとっては基本的には現在のところプーチン大統領の要求を全部受け入れてしまうと国家そのものが吹っ飛んじゃうよっていうところですね。だからこそ今停戦交渉を行いましょうってなって、各国が出てきたとしても、基本的にはウクライナにある程度条件を飲めやっていう形なので、話はちょっとまとまりようがないかなっていうところですよね。例えばイスラエルもしくはトルコが停戦交渉にある程度名乗りを上げたんですけれども、どちらの方もですね、ゼレンスキー大統領に対して、プーチン大統領はこのぐらい言ってるんだから、ある程度飲み込んで、そちらの方が妥協しなさいっていうことを言ってるんですよね。つまり、もうウクライナは諦めろと、国家として滅びろっていうような、そういった交渉をしているそうなので、これじゃあちょっと話はまとまらないなというところですね。で、なんでプーチン大統領がそのぐらい強い態度で臨んでいるかっていうと、基本的に、前線はウクライナ軍してるんですけれども、じゃあ全体状況として考えると、ロシア軍が圧倒的に優位であることは別に変わってないわけです。被害は出ているんですけれども、戦車、装甲車が吹っ飛んで、そして兵士の士気が低いっていう問題があったとしても、でも戦場それ自体はウクライナ領内なので、この状態っていうのが続ける限りにおいては、基本的には強気に出たとしても、プーチン大統領としては当然だなっていう気持ちがまだまだ続くっていうところですよね。よいしょ。ちょっとコミュニティの話ちょっと取り上げてないので、こっちも読んでいきましょうか。はい。まずはロシア、ウクライナの話をしたので、それに関連するところ拾っていきましょう。一方通行さん、書き込みありがとうございます。上川さん、皆様こんばんは。ロシア・ウクライナ戦争が第三次世界大戦につながる可能性ないことを願うばかりです。ということで、まずはこちらの方の話からしましょうかね。現在のところ、第三次世界大戦と、もしくは第二次世界大戦と絡めたちょっと考え方をしましょう。例えばですね、
第二次世界大戦のその最初っていうのは、基本的にはドイツがヨーロッパで起こした戦争だったので、基本的には世界大戦というよりは、欧州大戦っていうのが、名称的には一番合ってた状態だったんですね。例えばドイツ軍がポーランドに侵攻しましたよってなっても、それが世界大戦かって言われると、まだその段階ではそうではなかったわけです。ところがその後の戦線拡大によってドイツ軍がフランスの国境マジノ地帯を迂回して一気に電撃的な作戦を成功させてパリ入城を果たして、そしてフランスの正統政権を国外へと追いやったっていうことが起こりました。このあたりからまさに世界大戦の様相を帯びるわけです。イギリスなんかも戦ってますからね。で、もちろん当時の欧米列強のそのヨーロッパには多くの植民地衛星国がありましたから、これに同時参戦する形でまさに世界大戦の火蓋が切って落とされた第二次世界大戦っていう定義なわけです。ただしですね、この段階において私たちが注目しているアメリカどうだったかっていうと、フランスが負けましたよ。そしてイギリスとドイツがまさに、ドーバー海峡を通しても激戦を繰り広げてますよっていう時、アメリカが何をしていたかっていうと、まだ参戦していなかったわけです。それはなぜかっていうと、アメリカの多くの人たちにしてみれば、確かにヨーロッパ大戦だな、でもそれに巻き込まれるの嫌だなっていう気持ちがアメリカ国内にはあったわけです。さて、今現代の話をしましょう。今戦場はウクライナです。そしてNATO も参戦していません。じゃあアメリカにどうなっているかというと、バイデン大統領は第三次世界大戦になるようなことはしたくないとして直接的な参戦を否定しています。じゃあそのようなバイデン大統領に対してアメリカ国民が何を言っているかというと、確かに自分たちが山表に立って核戦争なんか参加したくねえわっていう形でバイデン大統領が弱気であることは否定するものの、じゃあ直接的にロシアに宣戦布告して戦いを望んでいるかといえば、アメリカの国民世論としては全く盛り上がっていません。これはまさに第二次世界大戦の時のフランスがほぼ降伏状態になって、そしてイギリスと激戦を繰り広げている時と似たような話の、まさにその状態にあるわけですよね。だからもしも今後ですね、第三次世界大戦に発展するとすれば、ロシア軍による NATO 加盟国に対する攻撃っていうのが発生しない限りはおそらくはならないんじゃないかなと思いますね。このあたりの話っていうのは人によっては、例えばテレビコメンテーターの橋本徹さんは NATO 加盟諸国はなんで軍を出してロシア軍を止めないんだっていうようなことを言うわけなんですけれども、それやった瞬間に第三次世界大戦は基本的には始まるわけなので、それは基本的に国民世論としてそもそも盛り上がっていない段階でアメリカがじゃあ参戦だっていうと、私は思わないんですよね。ただしですね、バイデン大統領の一つの欠点は、それを最初に言っちゃダメでしょっていう部分です。軍事的なオプションが全くないですよ。私は全く戦争に関わらないですよ。なんていう話を前提にすると、ロシアにすればある程度、アメリカは絶対来ないんだなっていうふうに思っちゃうわけですよ。つまり何をしてもいいんだなぐらいの、そういう白紙委任をもらったぐらいの気持ちになっちゃうわけですよ。そこで何が行われるかっていうと、核兵器を除く兵器だったら、ウクライナで何をしたって、アメリカが出てこない NATO 加盟国全部引っ込んでいる状態だったらやれるだけやっちまえっていうのがロシアの考え方になっちゃうわけです。だからこそクラスター爆弾はもう通常兵器扱いでガンガン使うし、燃料気化爆弾だって使うし、なんだったらこの後生物化学兵器を使うかもしれないような段階に入っているわけです。プラスアルファで言うと、戦術核と呼ばれるような低出力の核弾頭を使うかもねっていう話が出てくるわけですね。このあたりについて言っても、あくまでも使う先がウクライナ限定であれば、それは NATO 加盟国に対する攻撃ではないよっていう、そういった対面を取り繕おうとしてるわけですね。だからバイデン大統領は、絶対参戦しないみたいなことを言うのが私は間違っていて、必要に応じて必要な措置を取る。そしてそのことは
どんな手段についても検討対象ですよっていうふうに言えば、そういうふうにしてちょっと外交する必要があったと思うんですね。だから抑止力を効かせるという意味において、これは絶対やりませんなんていう話をすると、相手はもう、その点については何も考慮しないでいいんだねっていうふうに勘違いするんですよね。まあ実際そうなってる状態ですからね。だからバイデン大統領の外交として、絶対軍事力は使いませんなんていうことを断言するっていうのは、私は、政策としては下の下だと思います。まあそういったわけで一方通行さんが書かれていますけれども、第3次世界大戦につながる可能性としては現状私はないと思っています。でも第2次世界大戦が世界大戦へと発展したその時っていうのは何が起こったかっていうと、やはりアメリカの参戦があったわけですよね。アメリカの参戦を引き起こしたのは一体誰かっていうと、まあ残念ながら日本の、攻撃がっていう話になっちゃうんですけれども、今回のロシア、ウクライナのこの問題で日本に該当するような NATO 加盟国に対する攻撃をする国っていうのは基本的には私はないと思います。まあ、例えばベラルーシ軍がこの後ですね、ウクライナに行くんじゃなくてポーランドに侵攻するかっていうと多分そんなことはないでしょう。なんでかっていうと、ベラルーシ軍っていうのは基本的には現在のルカシェンコ政権を維持するために必要な、国民と大統領の間にある一つの壁なんですよね。だから、ルカシェンコ大統領としてはこの軍を国外に出すことは絶対したくないわけです。まあだからこそ今、ロシアとウクライナのこの戦闘状態にベラルーシ軍が関わっていないのは、もしもベラルーシ軍がウクライナ領に入っていくと自分の手元が薄くなってしまうので政変が起こるかもしれないっていうその危険性があるわけですね。まあだからこそ今閉じこもっている状態ということですね。まあそういったことをもろもろ考えると今、第3次世界大戦につながる可能性は低いだろうというのが私の考え方です。まあ少なくともですね、軍隊は送ってないんですけれども、その以外の話、資金援助であったり、物資援助であったり、情報支援だったりっていったものについては、まあ積極的に各国を行っている状況なので、ウクライナにある程度の軍事参謀がいれば、私は十分にやりくりできるんじゃないかなと思ってます。ただしこの話に一つ言及しておかないといけないのは、それに伴って一般市民の人たちがたくさん死んでしまうということは避けられないし、そして実際の戦闘員の人たち、兵士の人たちについて言っても、やはり多くの人たちが亡くなるということを、ちゃんと分かった上でやらないといけないというところですよね。でも私の中で天秤で言うと、国家が滅びるのと、それともそれでも犠牲の上であったとしても国家を存続させるのどっちの方を大事にするかっていうと、少なくとも指導者としては国家を何としても生き延びさせて、ウクライナっていう国を今後も残していこうっていうふうに、まあ全力を尽くすべきなんじゃないかなと思いますね。もちろん戦えない人については非難すればいいし、戦う意思がある人たちが戦えるようにする。まあそういった風な考え方ですよね。ハクビさん、ただ、ちょっと待ってくださいね。ただ、ポーランド経由で、ウクライナに支援物資が送り込まれてるから、ロシアがポーランドに手を出したら、ポーランドは NATO 加盟国ですよ、ということですね。それがまさに先ほども私が述べたような、ロシアによる NATO 加盟国に対する攻撃があれば、その時は世界大戦になりますというパターンですね。ただ、現状、ウクライナにも手をこずっている状態で、さあ、ロシア軍がNATO 加盟国に対する攻撃をするかなと言われると、私はすぐではないと思いますね。まあ何しろ転戦する余力が今全くないですからね。しかも、このチャンネルの動画でも私は述べているんですけれども、経済的な打撃というのは時間がかかります。つまり、今の戦況というのがどんどんと1ヶ月2ヶ月というふうに続いていくと、ロシア軍を支えるロシア経済そのものが瓦解していくことによって、まあそれ以上の継戦能力がなくなっていくんですよね。占領地にいる兵士たちを食べさせるためにも、弾薬を補給させるためにも、やはり国家経済がある程度しっかりしていないと、それがどんどんと滞るようになって、まあ簡単に崩れてしまうってことになるんですよね。まあそういった意味ではもうこれ以上の戦線拡大は今のロシアには不可能だというふうにしか見えないわけですね。
よいしょ。まあ、というわけで、一方通行さん書き込みはありがとうございました。その他、まずはロシアの話をちょっと中心的に見ていきましょう。109とっくりさん書き込みありがとうございます。ちょっと喉を休ませるために読み上げソフトを使わせていただきますね。上川さん、皆さんこんばんは。ロシアは今、ウクライナ侵攻で世界のニュースになってますが、日本においても昨日、津軽海峡をロシア海軍10隻が通過するというニュースが報じられました。北方領土でミサイル演習も行ったともあり、日本政府がロシアのウクライナ侵攻に制裁を科したことに対するあからさまな威嚇かと思いました。上川さんはどう思われますか？というわけで、書き込みありがとうございます。まずロシアがですね、今、戦線がウクライナにあるわけなんですけれども、そのための兵力をどっから持ってきたかっていう話をしましょう。基本的にはロシア全土から兵を引っ張ってきて、兵器を引っ張ってきて、ウクライナに投入しているっていうこともあるので、極東の戦力はものすごく下がってます。でも、下がってるんだけれど、こういう行動を何でしたかっていうと、いわゆる牽制をしたんですよね。どうせ日本は動かない。どうせアメリカは動かない。だけど、牽制をしておいて余計なことするなよっていう、いわゆる軍事的な圧力と同時に外交的な圧力も加えてきているわけです。だから基本的にはですね、中身はスッカスカなんですよ。今、ロシアの極東部隊は。にもかかわらず、このロシア海軍10隻が通過したいわゆる北方領土であるとか、この周辺海域における大規模演習なんかを行っているのを見て、ロシア軍は日本に侵略する意図がちょっとあるんだみたいなことを言っている人もいるんですけど、その分析は明らかに間違ってますね。今中身がすっからかーんの状態だからこそ今虚勢を張って、ロシアはこの地域においてもまだまだ軍事力があるんだぞっていうのをある程度形を見せているだけなんですよね。よいしょ。なので基本的にはまあ嫌がらせ的な威嚇みたいなものですよね。ただ今の現在の日本の形としてはですね、憲法9条体制の中において自衛隊もさあ北方領土を取り返しに行けるぞっていう体制では全くないっていうのが現状です。政治家も全くその気はないですからね。そして国民議論としても必要なら、この北方四島を取り戻すための自衛隊による侵攻っていうのを認めるか認めないか議論っていうのは全くできていないところでございます。まあそれこそ戦争になるかもしれないという話をすると多くの人たちがキャーッと悲鳴を上げるような状態でございますので、このあたりはまあ憲法改正っていう一つのなんていうかな段階を追って少しずつ国内を変えていくしかないんじゃないかなというふうには私は思いますね。まあそれにしてもですね、本来であればこの地域において大規模演習を行ってロシア軍の関心を引くべきなのは日本だったと思います。別に演習それ自体をやることに全く問題はないわけですからね。北海道にも多くの部隊があるわけですから、そこで大規模な演習を行って、あれ、ロシアの方にしてみれば動かないはずの日本がなんか動いてるぞっていう、そういった関心を持ってもらえるだけでも、もしかしたら極東の守りを固めるために前線の部隊を少しでも引き抜いて戻してくれればね、それはウクライナに対する速報支援になるんですけどね。まあこのあたりは日本の今の動きとしてはそういうのができていないっていうところです。まあだからどの政権が岸田政権だからできないのかって言われると、おそらくは現在の体制下では誰が首相の時でもおそらくは今できないんじゃないかなというふうに思います。よいしょ。それではこのままウクライナ情勢の関連の書きも追っていきましょう。次はこたつねこさんの書き込みを見ていきましょう。よいしょよいしょ。はい、それでは読み上げソフトいきます。上川さんこんにちは。安倍晋三元首相がウクライナは核共有している NATO に加盟していればロシアの侵攻はなかったと述べました。そして日本も核共有の議論を進める必要があると強調したそうです。しかし岸田首相は持たず作らず持ち込まずという非核三原則に反すると否定してました。ちなみに私は安倍元首相の発言には賛成です。
被爆国として心苦しいのですが、核を脅しに利用するような国が日本の周りにいるのだと思うと、やはり日本は同盟国の米国との核共有をする必要があると思います。上川さん、安倍元首相の言う核共有には賛成ですか？こちらの書き込みには2件の、皆さんからの書き込み入っております。シューマハさん。ウクライナは侵略され、キエフは陥落することになるでしょう。アメリカも NATO も助けなかった事実、使えない核でも最強の盾になります。核武装は必要。そして109とっくりさん。私は父親は被爆者でしたが、核共有には賛成です。岸田首相は広島選出と言ってますが、ただ親の地盤が広島というだけで、本人は東京生まれの東京育ちなんです。憲法9条にしても、非核三原則の持ち込まずにしても時代遅れだと思います。ということですね。書き込みありがとうございます。で、私自身はどのように考えているかっていう話をまずしましょう。日本にとって大事なのは、核兵器を持っているか持っていないかではなくてですね、核兵器を使える状態にするかしないかだと思っています。これはちょっと概念的な話なのでちょっと分かりづらいかとは思うんですけれども、核共有っていうのは例えばですね、米軍が核兵器を持っていますよ、横浜あたりにちょっと隠し持ってますよ、っていうのをある程度表立った形で条約で定めて、何かあったらこれ使おうねみたいなことを核共有するという考え方からすると、私としてはそういったどこに何があるかではなくてですね、もしも日本が核攻撃を受けた場合においては反撃する、そのための仕組みというものを米軍との間で持っていて、例えば太平洋のどこかで原子力潜水艦が隠れていますと。で、もしも日本が攻撃されたら、日本政府の要請で米軍の原子力潜水艦から核弾頭のミサイルで反撃しますよっていう、この一連が取り決めとして存在していれば、私はそれで核抑止力を持つことができるというふうに考えています。だから日本国内に別に核があるかないかではなくてですね、日本が核兵器を使うよ、しかもそれはあくまでも報復用として使いますよっていうのが明確に条文になっていれば、私はそれでいいんじゃないかなと思います。で、なんでそういうふうに話をするかっていうと、日本独自で核兵器を開発して日本保有の核兵器を持とうってなったら、それだけでものすごい議論が白熱した途端に、やっぱりやめようみたいな勢力がものすごく増えると思うんですよ。結局これは今の安全保障問題っていうのは、絶対に軍備っていうのは整えなければならないっていう大前提があるんですけど、それに違和感を持って反論する人たちっていうのがどうしても出てくるんですよね。だからこそその人たちをある程度黙らせるためにも、基本的に核兵器があるかないかではなく、反撃用として使う権利を持ちましょうねっていうところで妥結するのが政治上いいんじゃないかなっていうところですよね。なのでですね、基本的に私は全く核兵器について、なんていうか否定はしません。というのも、今の国際情勢上においてですね、日本の周り核兵器保有国だらけなわけですよね。北にロシア、そして、北朝鮮も持ってますし、そして中国なんかについて言えば、核戦力をこれから充実させますよって言ってる国なんですよね。中国にとってこれからどんどんと増やしますよ、使い勝手のいい、核兵器増やしますよ、開発しますよって言ってる国がつい目の前にあるのに、核兵器日本だけもう絶対使わないぞ、核兵器持ち込ませませんよ、日本がたとえ核兵器で攻撃されても反撃は核兵器でしませんよなんて言ったら、それはもうすごい危険なことだと私は思います。それは抑止力がそもそも放棄することになると思うからです。だからこそ先ほども述べたように、攻撃されたら核で反撃しますよ、その仕組みは整えましたよっていうことが大事なんですよね。そういったものがちゃんと条文で明文化されることによって、核抑止力っていうのを初めて発揮されるというわけです。だからそういった意味では、どこにあるかっていうのは私はあんまり気にしないっていうところですよね。そもそもどこかにあるっていうのが分かった時点で非常に危険なんですけどね。どこにあるのか分からないけど反撃用に飛んできますよっていう、まさにその利点が原子力潜水艦による、太平洋のどこかに潜伏するっていうことですからね。地球上のどこかにいるんだけれども、でも大変だよ探すのはっていう。この状態っていうのを維持することが核抑止力につながるというところですよね。
というわけで、こたつねこさん、書き込みありがとうございます。少なくとも私はこの米軍との同盟関係というのを続けるべきだというふうに思っているので、いかにしてこの米軍の持っている核兵器を日本にとっても有効な核抑止力として保持するかっていうその議論を深めていくべきだと思いますね。少なくとも日本が持っているとですね、大抵なんか勘違いした人たちが日本が独自に核兵器を持つと先制的に使うんだみたいなものすごい陰謀論を振りまいて日本国内がちょっと荒れちゃうんじゃないかなっていうところがありますからね。あくまでも持つのは報復用の核兵器で十分と。で、実際に持っているのはアメリカで使用権だけを獲得する。条文とかでですね。だから核兵器の攻撃をされない限りは日本は使わないっていうこの姿勢で十分じゃないかなと。で、一方において核抑止力以外のところで大事なのが何といっても自衛隊の整備をするためにも憲法改正を行って憲法9条を私は廃止すべきだと思っています。そして自衛隊について言っても防衛隊っていうこれを自衛隊なんですけど、やはり軍として整備する必要があるだろうと思ってますね。結局今の形っていうのはなんとなくこれまで問題なかったから成り立ってる話なんですけれども、実際問題戦争が起こっていますよ、侵略が行われてますよっていうこの現状を見て、ちゃんと備えを整えましょうっていう議論がやっぱり深まる必要があると思いますからね。なんとなく今まで通りでいけるっていうのはとても危険なことだと思います。ないしろ実際に戦闘状態に入ってしまったらそれから何とかしようなんていうのは絶対間に合わないですからね。これは戦争の話ですけど、ある程度起こってしまったら取り返しのつかなくなるっていうものに対して、じゃあどうやって備えていくか。それは何かが起こる前から少しずつ整えていくべきなという考え方です。名称についてどうするか問題は確かにあるんですけど、日本軍ってするのか、それとも国防軍としてつけるのか。名前についてはいろいろ議論は出てくるでしょう。自衛軍でもいいんですけどね。格好から言うと日本軍で別にいいんですけれども、このあたりは政治上の妥結っていう、妥協する部分なのかなというところですね。なんか名前だけ妥協しても中身がちゃんとした軍隊であれば問題ないだろうっていうは思うんですけれども、目指すべきところは日本の軍隊として整備されるということです。無双かまこさん。なのに国会では話題にさえできない。そうですね。なんていうかな、そういった意味では、この安全保障問題をものすごく軽視する流れがあるんですよね。結局のところ、ウクライナで実際に侵略されているっていう事実があるにもかかわらず、日本だけは絶対攻撃されないっていう前提で話が進んじゃってるっていうね。もう、そういうことが起こってるっていう現実を受けて、やっぱり政策っていうのは転換するべきだと思います。で、今回の生放送の最初の方でも言いましたけれども、ドイツは政策転換を行って、軍事費を10兆円、GDP 比 2% しましたよ。ポーランドについては GDP 比 3%、兵員の規模は3倍にしますよっていう、そのぐらいのことをやってるんですよね。これは明らかに現実に対応した政策の転換です。今回ご紹介しなかった話としては、これまで中立であった北欧の国っていうのも、やっぱり NATO に加盟して防衛体制を整えましょうっていう議論が国民の間で始まっています。このあたりもやっぱり現実を見たら今のままじゃダメだよねっていう結論になる。そしてそれはヨーロッパだからほったらかしじゃなくって、やっぱり日本自身も目の前にロシア、中国っていう危険な国があるわけなので、やはりこれを無視して日本だけがこのままでいけばいいやっていうのは、それはお花畑ですよっていう批判をされても当然じゃないかなというふうに私は思います。ジラフさん。日本国民を守る気ゼロの政治家とメディア、9条2項を廃止して、日本国軍とスパイ防止法則必要ですが、議論もメディアでも取り上げない。キャーということですね。本当ね。もう政治家自身がこの問題を避けてるっていうのがあるんですよね。いや、それ話し合ってよっていう、まさかそこがもう本当に議論の中心にならなきゃいけないところで、もしも今回、
っていう話で言うと、ウクライナっていうのは基本的に地続きだったっていうこともあって、ロシア陸軍がそのまま入ってくることができるわけです。一方で、日本は海に周りを囲まれている関係で、日本に上陸作戦をしようと思うと、必ず上陸するための船っていうのが大量に必要になってくるわけで、なかなか実際にやろうとすると大変だっていうことがあります。でもやろうと思ったら準備は進められるわけですよね。例えば中国は台湾に対する上陸作戦用に少しずつ艦艇を増やしています。で、その延長線上で考えると台湾ぐらいの規模を侵略することができるぐらいになれば、当然のように沖縄であったり九州にあったり、いわゆる上陸作戦をするだけの戦力がいずれはできるかもしれないっていうのを想定することができるわけです。だから決して全く日本が安全で何にも物事を変えないでいいわけじゃないんですよね。むしろ変えていくことが日本の安全を守ることになるんですよね。抑止力が足らなければ足らないほどむしろ危険性は高まっていくっていう、この概念をちょっと日本の多くの人たちに啓蒙するっていうとちょっとなんか上から目線みたいな話になるんですけど、やっぱり知ってる人が増えない限りはね、軍事っていうのは基本的に戦うためにあるものではなくて、仕組みを理解することで何をすれば戦争に発展しない確率が上がるかなっていうことですよね。もちろん確率論の話なんですけれども、軍事バランスが崩れれば崩れるほど危険性、パーセンテージ、攻められる、その危険性が上がっていくわけですからね。だから軍事っていうのは決して無視してはいけないと。この軍事っていうのはある程度知っていくことによって日本の安心安全が結局のところ多くの人たち守ることにつながるんですよね。というわけで、こたつねこさん書き込みありがとうございました。よいしょ。キャットウェルカミングさん行きましょうかね。よいしょ。書き込みをまずはコピーして。おはようございます。上川さん、ロシアのウクライナ侵攻でロシアに対して志願兵が1万6000人もいるのに驚きです。そしてそれが無償であるというのが信じられないのですが、それはロシアが持って流しているのか？それとも本当にロシアのために無償で働こうと考える IS などがいると思われますか？彼らが無償で得るものは何ですか？それとも実は優勝であったとしても経済制裁が激しい中、どうやって支払うつもりなのでしょうか？はい、キャットウェルカミングさんありがとうございます。これの書き込みに、シューマハーさんとこたつねこさん書かれております。まず、シューマハーさんの書き込み、志願兵の数は嘘だと思います。ただ、ロシアの兵士の士気が下がってしまっているので、情報操作でしょう。若い兵士が多く、スマホを持っているから大義なき戦争であることを知っています。早く止めないと、という書き込みですね。そして、こたつねこさんは、ロシア国民からの志願兵は嘘である。さらに国連でのロシアの国連大使が米国に対し、ペストや炭疽菌などの生物化学兵器をアメリカがウクライナで関与していると発言したそうです。これも全くのデタラメである。ロシアはウクライナ侵攻を正当化し、何とかして NATO を分断するために嘘の情報を拡散しようと試んでいるのは丸分かりです。ということで書き込みありがとうございます。で、ロシアのウクライナ侵攻によってですね、兵士が正直足りないよっていうところから1万6000人外から持ってこようという話なんですけれども、この志願兵についてはですね、別に無償でボランティア義勇兵としてやってくるというわけではありません。基本的にロシアはこのやってくる人たちに対しては給金をお支払いしますよ。ただし来るんだったら、なんとか旅費は自費でねということを発表していて、で、その給金の支払い方法についても、ルーブルでのお支払いでございます。ルーブルはこれから紙くずになるのに、そんなもので、命を張る人たちがどんだけいるんだよっていう、ツッコミが入っておくところですよね。ただしですね、別にロシア国内において紙くずになったからって言って、それで物が買えなくなるわけではないです。なので、そこについては少し、その中で払うんだったらって、少なくとも、ロシア産の、例えば銃弾であるとか兵器なんかは、まだまだルーブルで通用するですからね。
で、ちょっと今日の生放送の中でも言いましたけれども、基本的にはロシア国民の兵士が亡くなると、それが親元で反戦運動の火につながってしまうということもあるので、中東から傭兵をたくさん入れて、その人たちが暴れ回ったとしても、戦争犯罪者はその人たちだから、ロシアと関係ないわって切り捨てることができるし、一方で亡くなったとしても、ロシア国民じゃないんだから、ロシア国内の反戦運動には一切つながらないっていうことから、プーチン大統領としては非常に使いやすい人たちだなっていう形で、海外から傭兵を募って、投入しようという話でございます。ただしですね、先ほども述べたように、ルーブルで支払われる給金なんかは、ちょっとね、これ使い物にならねえよっていうところから、行きたいよっていう人たちは非常に限られるんじゃないかなと思いますね。よいしょ。なので、シューマッハさんが書かれているように、志願兵の数は嘘だっていうのはまさにその通りだと思いますね。こたつねこさんもその点について、書いておられます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そういうわけで皆さんからのロシア関連の、書き込みについては全部いけたかなというところですけど、ちょっと待ってくださいね。全部チェックしましょう。ほいっと。大丈夫かな？ロシア関連の話は多分これで全部いけたんじゃないかなと思いますね。さて、それではここからはロシア関連以外の話に行きましょうか。ポチポチと。ゆうさん書き込みありがとうございます。上川さん、皆さんこんばんは。こんばんは。毎回楽しみに見てます。23時頃はほぼうとうと夢の中ですが、ということで、今22時45分なので、もしもゆうさんが見ていたとしても、もしかしたらもう夢の中かもしれませんね。上川さんのお話はどんな難しい話題でもとてもわかりやすく噛み砕いて説明され、すっと頭心に入ります。声も素敵で言いよどみがほとんどなく耳に優しいです。何か日頃訓練されていますか？何かコツがあれば教えてくださいということですね。ありがとうございます。もう褒められたら基本的にありがとうございますって答えます。もうまずですね、難しい話題について難しい言葉を使って説明しますよっていう方はたくさんおられます。例えば大学の教授なんかだとですね、この問題、特にロシア問題なんかもそうなんですけれども、専門用語をずっと最初から最後まで言い連ねることによってより正確に説明しようっていう方はおられます。でもそうすると何が起こってしまうかっていうと、頭に全く入らないんですよね。どんなに正しいことを言っていたとしても、伝わらなければやっぱりちょっとそこは問題だなと私は思っていて、難しい言葉を使わなくても同じことはなんていうかな、伝えることはできるでしょっていうふうに私は思うので、なるべく専門用語は使わないようにする。なるべく極端に難しい単語とかについては使わないようにしてっていうのを心がけるようにはしています。で、言いよどみがほとんどなくっていうところについて言うと、これはですね、はっきり言って、なんていうかな、錯覚です。私も、動画を見ている方の場合だと、基本的には確かに、誤字脱字的な、なんていうか言い間違いについて極端に少ないなというふうに思うかもしれないんですけど、そこは編集でいくらでもカットできますからね。ここ間違ったなと思ったら、編集の段階で、間違ってる、切らないと、その部分だけ声ちょっと後から入れようかとかしますからね。あと気をつけるという点では、なるべく言葉の最初にとかそういう意味のない言葉は入れないようにしてます。これはですね、私自身気をつけているというよりも、他の人がそういう話し方をしているのを見て、こうやっちゃダメだよなっていう、なんていうか反面教師にしている部分があります。私は今では政治系のYouTuberという感じになってますけれども、会社勤めしている時もあったので、研修することがありました。研修は受ける時もあれば、私が研修する講師側になることもあったんですけれども、特に自分が研修受ける側になってくると、講師の人が何を言ってるかなっていう話を聞いてるわけなんですけど、その時に
文章の頭に必ずのように、って何回も繰り返されるとですね、もう話の内容が全然入ってこないんですよね。もうこの人、しか言わないな、みたいな感じで思っちゃって、その中身が全然入ってこないっていうのがあるんですよね。でも呼ばれてきたから一応講師としてはちゃんと話すべきことは話してるんですよ。でも全然やっぱりダメなんですよね。まあそういったのを見てくると、やっぱり私自身も、例えば新人研修をやっておいてね、じゃあ資料作ってね、じゃあこのくらいの時間でこういった内容しといてねっていう話をあった時に、わかりましたと、じゃあ準備しておきますねっていう話をして、資料作りを行って、どんな風に話そうかなっていう、まあやっぱり最初、私自身もそのコーチ側というか教える側に立ってはなかったので、どうやって話すべきかっていうのを勉強するんですよね。例えば私の場合だと、公共施設の管理人をしていた時期だと、子供たち向けのスポーツ教室なんかの、補助なんかもしていたこともあって、スポーツコーチっていうのは基本的にはみんなに向かって話をしなければならないことから、コーチングの技術が必要だと。で、コーチングの技術っていうのは結局のところ、難しい言葉を言ってるだけだと、それは説明したつもりになってるだけで、何にも伝わってないですよっていうところですね。相手の理解力もしくは相手に伝わる言葉を文章として作り出す。そのためには無駄なことは基本的には入れない方がいい。つまり先ほども述べたように話の最初にこれはですね、いやそのっていう頭いらないでしょっていうところですよね。とかとかいうこれもやっぱりいらない言葉なんですよね。っていうのをやっぱり体系的にコーチングの技術として学んだ後だと自分の話し方それ自体もやっぱり変わるんですよね。意識的にとか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 何かしらそういった言葉について絶対に言わないっていうのを規制をかけるとやっぱり意識すると減ってくるんです。これはやっぱりね練習がある程度必要だと思いますけれど。でも実際のところ私初めて新人の人に研修するその立場になってみんなの前で話したらもうガッチガチに固まってもうはっきり言って今だと絶対見たくないですね。自分のその喋ってるところ資料は完璧に自分では作ったと思って何を話すかは事前にある程度決めているんですけれどもやっぱり初めての時は緊張して言っちゃいけないと思いつつもっていう頭に入れちゃうんですよね。で終わった後にそれがやっぱり自分の中でここ改善点だなっていうより強く意識を持つようになりました。そうしたこともあって今の動画を作る時もそうですし生放送の今もそうなんですけれどもなるべくそうした極端に意味のない言葉は間に挟まないようにっていうふうにちょっと思ってますね。ちょっと待ってくださいね。江戸川さん、スーパーチャットありがとうございます。ライブ手当ということで。いや、ありがたいことでございます。ブルーボーンさん。そうですねに置き換えるといいです。それもあると思いますね。自分にとって不自然でない会話のつなぎ言葉っていうのを何かしら決めておくと、やはり無駄な言葉っていうのがなくなってくるかと思いますね。例えば人によってはですね、それはいい質問ですねっていう言葉を言う方がおられます。これは相手方の質問に対して反応している言葉なんですけれども、実際問題本当に、それはいい質問ですねと思っているわけではありません。これは何をしているかっていうと、その言葉を使うことによってその言葉を発している間は自分の考える時間を担保しているわけです。なるほど。そうですね。それは素晴らしい意見ですね。でもねっていう形で話をすれば、その秒数間が何を話すかなっていうのを瞬間的にある程度余裕を持って次の話をできるわけですね。だからこの辺はちょっとトークの技術っていう話ですよね。だから素晴らしい意見ですねって言われた側が本当に素晴らしい意見私言ったんだって思わせる効果も当然あるんですけれども、実際は話す側の都合によって作られた間なわけですね。で、話を聞いている第三者にしてみれば、それが不自然に思わないっていう、そういったテクニックでございます。
うんともさん、テレビなんかでは何も考えてないけど、とにかくおべんちゃらを言わなきゃいけないと焦ってる若い子は、本当にというセリフが多くなる。それはあると思いますね。まあ人によってこのなんていう言葉を出してくるかはやっぱり個性が出るとは思いますけれども、同じ言葉ばっかりがやたらと出てきたら、それは実際のところ何の意味もない言葉だっていうことですよね。あるあるだと思います。それは。M マットさん、スーパーチャットありがとうございます。良いお話いただきました。ありがとうございます。まあ、この話が皆さんにとってどう役に立つかはちょっと、まあ、人それぞれ違うとは思うんですけれども。でも、どんな言葉を使わない方がいいかなっていうのと、どんな話し方をしようかっていう、この2つの組み合わせっていうのをすると、やはり人にとって聞きやすい、聞き取りやすい、伝わりやすいっていう、まあそういった話し方になりやすいっていうところですよね。実際必ずなるとは言えません。これはどうしてもなんですけれども、人によってはどんなにコーチングを学んでもものすごい高圧的に話をする方がおられますからね。決めつけるとか、きっとこうだろうってその本人が思ってしまうと、相手に対してなんでできないんだとかいう感じで極端な話し方される方いますからね。たとえコーチングを学んでもそうなってしまうことあるので。まあただある程度勉強すると、大抵の人というかまあそこそこの人はなんか変な話し方というか、トゲのない話し方で、まあ、特に問題のないっていう表現はおかしいですけれども、まあ多くの人たちにとって話しやすい話し方、聞きやすい話し方っていうのができるようになると思いますね。ともさん、若い子向けの YouTuber はやばいばっかり言う。それは、若い子向けの YouTuber っていうのは私が見ていないっていうこともあって、そういう、動画ばっかり見ちゃうと、この人はきっと、なんていうかな、漫画でもあんまりやばいは言わないので、おそらくは表現方法、言葉の選択肢が自分の中で全然ないんだろうなって思うんですよね。結局、やばいっていう意味合いとしては、すごくとか激しくとかとってもとか非常にとかいろんな言葉に置き換えることができる言葉を全部集約した上でやばいっていう一言にしちゃってるわけじゃないですか。だからこそ私たちは逆にやばいっていう言葉を使わずにやばい、何がやばいのかっていうのを表現する。言葉をいろんな言葉を知ってるっていうのが大事なんですよね。で、そのためには何をすればいいかっていうと、結局のところいろんなものを見聞きする必要が出てくるんですよね。これは一般教養的なちょっと話にはなっちゃうので、まあ面白みさはないかもしれないんですけど、なんだかんだ言って、まあ本を読む。もしくはまあ映画でもいいです。漫画でもいいんですけれども、とにかく何かの文章を読んだ上で、その文章の中から自分の語彙を増やす。単語を増やす。表現方法を増やすっていう。まあそういったものがちょっと必要なんでしょうね。まあちょっと教育的な部分もありますけれども、子供たちがやばいやばい、何でもやばい、何がやばい、やばいがやばいとか、まあもう何がやばいかわからんわみたいな、まあそんな会話にならないように、そういった日常会話のところからちょっとね、見直しが必要でしょうね。それでは、兄さんの書き込み次行きましょうかね。3.11 で丸11年復興も進み、帰宅困難区域の方も少しずつではありますが、解除され帰宅も進んでいるとお聞きします。ウクライナ問題で社会がそちらに目が行きがちですが、トンガの復興はどうなっているのでしょうか。気になりませんかということですね。書き込みありがとうございます。3.11 昨日の話なんですけれども、東日本大震災、そして福島第一原発事故というこの一連の流れっていうのは決して忘れてはいけないことです。何しろ日本もものすごい大地震に襲われたら今でもこういった凄まじい被害を受けますよっていうのをまざまざと多くの人たちに見せつけたことですからね。で、そういった意味においてはこの後南海トラフ地震のような大地震、そして大きな津波による災害っていうのも起こりうるということはすでに予告されている状態なので、ゆっくりでもいいから徐々に対策を進めていく必要があると。東日本大震災は結局のところ11年経った今も決して終わっているわけではないし、当然のように次に起こる大災害っていうのもまた同じように
いずれ来るだろうと分かっていながら対策足りなかっただろうって言われるようなことのないように、減災、災害の被害を減らすために必要な措置っていうのをこれからもやっていかないといけないっていう話ですよね。そしてトンガだったっけな。海底火山の噴火による悪影響を受けて、その後どうなったかっていう話なんですけれども、基本的にはですね、人が亡くなるっていう話からすると、ある程度復興がなされたっていう話は聞いてるんですけど、まあ確かにその後の追記の情報としてはあまり入ってきてないですよね。インターネット回線がブツッと切れてしまって、その後復興に1ヶ月ぐらいかかったっていうこともあるわけなんですけれど、まあその後の追加情報っていうのはあまり聞いてないので、どうなってるんだろうなっていうところですよね。総文教さん、時間が余ったらあの国の大統領選挙についてお願いしますということですね。まあここ最近ウクライナ問題が私の心の中でものすごく比重が重くなっている関係で、韓国動画ものすごく数が減ってるんですけれども、まあなんとか作らんといけんなとは思ってるんです。まあ需要が高いですからね、 YouTube の中では。まあ何しろ今ウクライナで戦争が起こっているにもかかわらず、チャンネルによっては一つもそのウクライナの話がなくって、全部韓国系の動画しか上がってないよっていうチャンネルもあって、しかもそれがそれなりの再生回数ずっと記録しているっていうところもあるので、やっぱまあ人によってはまあウクライナのことが目に入らないのかなっていうのはありますからね。で、大統領選挙について言うと、与党側のイ・ジェミョンさんが負けたわけなんですけれども、まあこの人もそうなんですけれども、ムン・ジェイン大統領についてもそうなんですけれども、おそらくは、まあ刑務所に入れられる確率が上がってるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。まあ何しろ選挙不正っていうものも言われていますし、選挙と関係のないところでもこれまでの悪事を暴かれるだろうというふうにも言われています。まあ、少なくともですね、当選した、ユン・ソクヨルさん、この方はですね、不正については徹底的に追及しますよっていう話をしていましたから、むしろここから腕の見せ所みたいに思っているところでしょうね。まあ少なくとも韓国においてそのような不正を暴くっていうのは別に悪いことでも何でもありません。むしろ不正をしている人たちをちゃんと刑務所に送れるんであれば、それは健全だと言えるでしょう。ただし、歴代の大統領が全員非業の末路を迎えているっていうことを考えると、まあその政治体制その方には明らかな欠陥があるとは思うんですよ。じゃないともうみんながみんな何かしら捕まるっていうのはおかしいですからね。もう明らかに仕組みそのものに腐敗があるとしか言いようがないっていうところですよね。それでは、まあそのぐらいでしょう、韓国大統領選挙。まあきっと、ほじくればたくさん出てくると思いますよ。まあ、あくまでもウクライナ問題でちょっと今日は箸休めっていう風に思った時に、まあ入れる感じになるかなっていうところですね。よいしょ。AGT さん書き込みありがとうございます。上川さん皆さんこんにちは。今日は暖かい千葉県です。さて、原油高の影響で食品、生活用品、ガソリン代の値上げラッシュです。デフレ不況からスタグフレーションになりつつありますね。ちょっと待ってくださいね。喉がゴリゴリっとしたので。生活防衛のため、我が家では米食べる機会が増えています。何か他に防衛手段あれば教えてくださいということですね。そうですね。まあ、特にまず最初に言っておかなければならない話としては、ようやく春が来たなっていうのを私しみじみ思ってます。ちょっと前まではもう暖房がないととてもじゃないけど寒いなって思っていて、まあそれこそ動画を撮るときにも私はいつでもダウンジャケットを着てるわけです。で、ダウンジャケットを着ると暖房が抑えられるんですよね。必要な暖房の強さがまあ弱くなりますから。これが札幌とかだともう家中ほっかほかで家の中でも T シャツ短パンですよっていう冬の姿なんだそうですけれど、私の場合だと、そこまで断熱のいいところに住んでるわけではないので、もう単純に外が寒いんであれば家の中もキンキンに冷えてますよっていう状態になります。ドライジンさん、ゲアしたら韓国行き決定。まさに韓国の大統領の姿ですよね。
そんなことで春になったなっていうのを感じますね。暖房つける必要ないですから。だから日によってはこれからですね、24度とかなる場所も出てきますよっていう天気予報なんかを見ると、もうちょっとした夏じゃないとか、そんな思いますよね。でも朝はもちろんまだまだ寒いので、その寒暖差が10度以上離れると、それによって体調を崩す人たちがたくさん出ますよっていうのが天気予報です。しかも、西の方からは PM2.5、黄砂も一緒に来るぞなんていう話もあるので、さらに言うと花粉症もわさわさ、スギ花粉飛んじゃうよっていうこともあるので、非常に、体調崩される人たちが出るんじゃないかなっていうところですよね。さて、これからスタグフレーション。とにかく給料が全然上がらないのにもかかわらず、物の値段ばっかり上がっちゃうじゃないか、生活苦しくなっちゃうよっていうところから、さあどうしようかっていうのは結構大きな問題ですよね。AGT さんの家ではお米を食べる機会が増えていますということなんですけれども、これはですね、皆さんもこれからどうしようかって思ってると思います。私の場合だと、まだまだお米中心っていうか、もともとお米中心なので、あまり変わらないかなとは思うんですけれども。でもね、少しずつ食品についても気にしなきゃいけない時代に突入しちゃったなと思いますね。皆さんもぜひとも何かいいアイデアがありましたら ADT さんの書き込みにこんなのあるんじゃないのっていうのをちょっと書き込んであげてください。少なくともですね、家の近くにいわゆる安く物を売ってくれるところがあるんであれば積極的に活用する。業務スーパーなんかが有名ですよね。よく全国放送で言うと、業務スーパー以外にも肉の何々屋さんとか、そういったものも出てきてますけど、私はちょっと近くにないのでわからんですけど、もうとにかく肉の安さってあったらこの店みたいな、時々紹介されますからね。チェーン展開しているところでも。よいしょ。積極的に何かそういうお得情報を集めていくのが良い季節でしょう。皆さんへ、そろそろ桜の季節です。桜に今年も来たよと言ってやりましょう。そうですね。梅だけではなく桜の季節もあっという間にやってくるので、もう春だなっていうこの四季折々あるっていうのは本当に日本の良いところで、これから私もちょっと外に出たいなと思いますね。特にですね、引っ越してからというものを少しずつ外に出て、撮影して、その撮影風景をいずれ YouTube に上げたいなとか、ちょっと思ってるものなので、桜の季節にはどこか桜の名所に出かけたいなと思いますね、私も。皆さんもぜひとも、やっぱり日本の良いところをこれからもめでるっていうのをぜひともしてください。兄弟愛も生まれますし、日本っていう国いい国だなっていうのを再確認すると、そのこと自体が自分自身の心の安定にもつながりますからね。山下秀樹さん、上川さん、皆様こんばんは。私は最近年齢のせいか食べた分だけ太るようになり困っています。上川さんなりの健康維持法というものがあれば教えてくださいっていうことなんですけれども、残念ながら私もそれほど、健康に自慢があるわけではありません。せっかく会社に勤めているときは栄養学についても勉強したのにっていう、それを実践するとなると超難しいっていうところですよね。で、年齢のせいかっていう書かれてますけれども、基本的にはですね、年齢が高くなればなるほどというよりは、どこかの段階からやっぱり運動不足っていうのが重なってきて、年 1% ずつ筋肉は減ってくると思ってください。で、それは何もしていなかったらという話ですね。年 1% ずつ筋肉が例えば減っていくとしたら何が起こるかっていうと、基礎代謝が減ってきます。基礎代謝が減ってくるっていうことは、同じ量をずっと食べていたとしても、消費できないカロリー分だけ少しずつ太りやすくなっていくということです。だからこそ年齢が上がっていくとある程度のタンパク質をちょっと意識的にとって、運動するっていうのもこれも意識的に増やさないと釣り合いが取れなくて体型がどんどんと悪化してきますよっていうのが、これが教科書的な話です。なのでこういうことを私も思って分かっているんだけれども YouTube で長く動画をずっと投稿していることもあって、上川さんどんどん太ってますねっていうのは言われちゃうので、ちょっとね、山下秀樹さんの書き込みもそうですけど、私自身気をつけないといけないなと思うところでございます。
おもちパンダさん、シュマハさんも書かれておりますので、このあたりも、ぜひともご参考に。私自身も少しずつね、健康問題もうちょっと考えないとなと思っているところでございます。よいしょ。よいしょ。HT さんの書き込み。もう一つ腹立っているのは、留学生に10万円渡す決定した岸田さんです。日本人たちが苦しめられている中、留学生を日本の宝と言ったり、岸田は誰のために総理大臣をやってるんですと悔しくてたまりません。上川さんは政治家になったら岸田さんをどう処理しますかということですけど、処理できるような立場には私は別になれないとは思うので、さすがに、どう処理もできないんですけれども、少なくともですね、今の政権もそうなんですけれども、これまでの歴代の政権も、この留学生をどう取り扱うっていう、その制度、ルールそのものが私は間違っているというふうに思います。根本的な話として日本においては、圧倒的に中国からやってくる留学生の人が多いんですけれども、それは一体なんでかっていうと、日本っていうのはこの留学生に対して非常にですね、優しいっていう言い方は、どうなのかなと思うんですけど、特に優遇しちゃってるんですよね。例えば、欧米の留学生を迎えるときにおいては、確かに奨学金制度なんかもあることはあるんですけど、ほとんどの場合がですね、高い授業料なんかを取る前提のところが多いんですよね。一方において日本はどちらかというと、補助金をつけて留学生の人たちがある程度暮らせるようにみたいな形で下駄を履かせちゃってるんですよね。だから日本人の大学生に対しては奨学金が例えばもう返済の義務がありますよっていうものがやたらと多いんですけれども、なんで留学生の人たちには返済無用の形でお金をガンガン出すんだっていう批判があります。こういった制度そのものが間違ってるんですよね。じゃあ一体どのようにして直したらいいかっていうのが私の案としては、そもそも留学してやってくるんだったら、例えば留学生は労働、例えばアルバイトばっかりするっていうのはそもそもおかしいですよねっていうところから、もうバイトそのものについて禁止してもいいんじゃないかなと私は思ってます。で、なんでそのように私は考えるかっていうと、例えば中国からやってきた留学生の人たちが、親元からの資金っていうのが全然足りないから、日本に来たら、よし、バイトしよう。で、バイトするっていうのも一応制限はあるんだけど、その制限を全く守らない形で、フルタイムに近いような状態で、バイトしますと。全然勉強に身が入ってないじゃないっていうところから、その人たちに対して、例えばですね、その学校、留学生1人入ったら、地域の地方交付税が入りますよみたいな形で日本人の税金が結局のところ回って、そういった補助金っていうのを目当てにしてガンガン中国人留学生を入れて込んでくる。そしてその上で学校が例えば仕事を斡旋するような形で全然日本で留学生としての本分を果たしてないっていう、これはもうまさに制度上の欠陥です。この制度上の欠陥それ自体をやっぱり直さない限りは今の制度っていうのを正すことはできないだろうと思いますね。だから本当だったら留学生は宝っていう言葉はそれ自体は本当は間違ってはないんですよ。でも日本の制度が間違っているから多くの人たちが問題だって思うような状態になっちゃってるんですよね。本当に頭のいい人たちがもう勉学にしっかりと励んでくれるんだったら、その人たちがもしかしたらそのまま日本に残ってくれるかもしれないし、また大学院などでおいて研究をしっかりとサポートする大きな一助になるかもしれないんですよね。そういった人たちに関しては本来であれば留学生は宝なんだけれども、先ほども述べたようにそもそも全然勉学はしてないし、日本にはどっちかっていうとアルバイトメインでやってきてますよみたいな人たちに対して地方交付税もガンガン流してますし、その地方交付税目当ての形での例えば日本人がほとんどいない学校なんていうものが生まれてしまうなんていう問題を抱えちゃってるんですよね。だからこういった問題については政権そのものについて批判するのも大事だけれども、歴代の政権の持ってきた政策それぞれをもう根底からひっくり返さないといけないというふうに私は思います。
だから留学生30万人計画なんていうのを話を聞いたら、もう数値目標として人数を上げた段階で間違ってるっていうふうに私はそこから話をスタートしないとな、というふうに思いますね。よいしょ。まあだから本当にね、歴代政権の問題なんですよね。もう今の政権だけじゃないんですよ。もう前から問題なのになんで直さないんだっていうところですよね。よいしょ。それでは次行きましょうかね。ほいつ。ともさんの書き込みです。よいしょ。昔、団地に住んでた時、下の階のおばちゃんから、お金は私が払うから3ヶ月取ってと頼まれて、まあ、いいかと、商業新聞を3ヶ月だけ取ったことがありました。それ以降、おばちゃんからは選挙のたびに、公明党の例ゼロ先生に投票お願いねと電話がかかってくるようになり、適当に返事するのがいつもの風景になりました。そうしてちょっと薄気味悪くなってきちゃったところに3ヶ月の期間が終わる頃にまたお金は私が払うから延長してくれない?そして来月からは2部取って欲しいのと言い出すものですから最初からの約束だからと結局延長はせず最初の3ヶ月で購読はやめました。その期間中に映画評論家の淀川長春さんが亡くなられたのですが、商業新聞だけが一面トップで報じており、ああ、淀川さん、そうなんだと思ったものです。その日以来、ああ、この人もそうなんだ、この人もと、なんだか世の中の裏の仕組みを覗いているような気がして面白くなって、たまに商業新聞をパラパラと見るようになったのですが、ロベルト・バッチョの記事がよく載ってましたね。うっぷさすがにロベルト・バッチョが最後に出てくると面白い話ですけれども、まあ政教新聞っていうのもそうなんですけど、いわゆる宗教系の話っていうのは非常に地雷が多いという話はされますよね。何々党についてお話ししましょうってなって、例えば公明党のこれが問題だっていう話をすると、途端にある特定の集団の人たちからの猛烈な反撃を食らうみたいなね。まあそういった話ありますよね。で、さっきの話ちょっと戻るんですけれども、何の話かっていう留学生の話ですけど、記事を用意してるの忘れてましたこの話をしようと思って記事をちゃんと用意してたのに、そのことについて触れるのを忘れるっていうね、ちょっとしたチョンボでございます。先ほども述べた話なんですけれども、留学生を入れれば入れるほど、地方交付税のようなお金が入ってくるんだからもっと入れたらいいじゃないかって思う学校っていうのがありますよっていうのがニュースになっておりますね。これは今のニュースではなくてその当時問題になった時の話なんですけれども、日照学園九州国際高等学校と言われるところがですね、生徒ほとんどが中国の方ですよ。中国人生徒167名に対して日本人生徒16名というちょっと異様な光景になっていたと。で、そのようなことになっている背景として問題なのがですね、よいしょ。留学生を受け入れると国から1人当たり20万円の地方交付税がもらえる。留学生200人を受け入れたら4000万円になるということで、自治体によってはこの4000万円っていうのめちゃくちゃ大きいねっていうところから積極的に留学生を入れようという話があって、もう勉強させるさせないとかじゃなくて自分の地元地域に交付税を持ってくるその仕組みとして入れてるっていうね。だからこれこそまさに先ほども述べたような仕組みがおかしいですよっていう話です。なんで留学生を入れたらそうした地方交付税がもらえるんだと。そこがまず間違いと。留学生としてどんな人を招くかって言ったら、やっぱりそもそもの話として親元の収入がしっかりとしていて、日本には勉強をしに来ますよ。勉強してるっていうことは生活費については親元から送ってもらってますよ。日本では働く必要ないですよという人に来てほしい。これがやっぱり第一の原則として定義すべきものです。だからこそ留学生を受け入れたからといってどこかの学校やどこかの自治体に補助金をつける必要なんて全くないというのが私の考え方です。よいしょ。
で、この話っていうのは他にもありましてですね、外国人留学生を入れると、それによって学校が儲かるんだからどんどん留学生入れればいいじゃないかっていう考え方で、その勉強するかしないかとか、日本に残る人がいるかいないかとか、もう全く関係なく、お金儲けのために留学生を入れますよっていうのが仕組みとしてできちゃう。そういった間違った仕組みが今でもあるというところですね。これを直さない限りは、これからもこの問題というのはどんどんと続いてしまうというところですよね。このあたり政治家の人たちもこの問題に対してもっと真剣に取り組んでいただいてですね、日本には本当に勉強しに来てますよ。勉強している間は親元から収入を得て日本で生活していますよっていうような人たちだけで、しっかりと留学生を受け入れるんだったら、まだ私は話は別かなと思いますね。で、そういった留学生に対する補助金っていうのをまさに引き上げたそのお金で、日本人の大学生に対しての、無償の返済不要の奨学金枠っていうのを拡大させていくっていうのが私は必要だと思います。で、全員がなんで、それだったらもう無償化すればいいじゃないかって思われるかもしれないですけど、基本的にはですね、F ランク、というかなんていうか、名前さえ書けば合格できますよみたいな大学あるじゃないですか。さすがにそういった人たちも、教育費無料税金でっていうのはちょっと無駄遣いだと思うので、最低限勉強しますよっていう、そこは必要かなと思いますね。だから全員はちょっと難しいんですけれども、少なくともそうやって留学生に対する補助金であるとか地方交付税の手当みたいなのをつけるんだったら、そこを全面カットした上で日本人の方の教育支援にお金を回す。それがやっぱり日本人自身の今後の未来のためにも役立ちますからね。中国人留学生の人たちはたくさん来ているんだけれども、それらの人たちは結局のところ日本でほとんど学ぶか学ばないかわからないような状態でさーっと結局帰ってしまって、何の日本の利益にもならないっていうのは、これはやっぱりお金の無駄遣いとしか思えないですからね。ポチッとな。ともさん、その国の最高の少年少女を選抜して、最高の教育を提供する留学なら有効だと思います。全くその通りだと思いますね。だから結局のところ、留学の悪い面が仕組みとしてあるから、日本ではみんなの不満に思うところなので、だから制度をちゃんと整えれば別に留学生をそう問題視する必要はなくなるんですよね。ただし全く今の政権も歴代の政権もどこも全然改善に動いていないっていうのがまさに問題ですというところですね。ジラフさん、補助金がないと運営ができない大学が多いですよ。儲かる？小さなビルに生徒が1000人いる大学は儲かるかもしれないが、ちゃんと教育する大学にはそれ相応の費用はかかるというですね。儲かる大学という時点で怪しい大学。そうなんですよね。結局のところ、大学が増えすぎてる問題というものがあって、もうほとんど教育に熱心じゃない大学も含めて私学たくさんありますよね。でも補助金はある程度みんなに配らないといけないですよねってことになって、薄く広くっていう形になってしまうと、お金の効果が全然ないんですよね。だからある程度、基準を作ってこれ以下はダメだろうっていうところはやっぱり補助金を出さないっていうのも一つの手だと私は思いますね。というわけで、ちょっと留学生の話、記事用意してたのに全く触れてなかったので、ちょっと話戻りましたというところでございます。とにかく今の留学生制度っていうのは岸田政権のその前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 ぐらいっていう具合にしてもずっと連綿と仕組みから問題ありますよっていうのが変わっていないと。全然仕組みが変わらないんだから今後もまだまだ問題が続くよっていうところでございました。よいしょよいしょよいしょ。あとはどれだろうな。最後かな。おもちパンダさんの書き込みを紹介して今日は終わりにしましょうか。上川さん、皆さんこんばんは。最近の YouTube さん少しおかしいですね。
クラシックギターの先生のライブにも参加してるんですけど、なぜかしら不適切判定で広告が剥がされちゃうそうです。いやいや、ギターの話しかしてないし、クラシックギターなので著作権も当の昔に消えている曲ばかりなのですが、広告つけてもらえないそうです。害のない楽器の配信ですが、広告剥がしが行われるのですから、政治系の YouTuber さんはますます大変だと思います。以前もちらっとおっしゃってましたが、上川さん何か対策は考えていますか？なんだったらゲーム配信でもやりましょうか？私をはじめみんなついていけなくなるかもですが、モンハンやりますか？いつも冷静な上川さんがキャー言ってるの面白いかもということですね。書き込みありがとうございます。まあ最近の YouTube っていう意味においては、少しずつですが変化は起こっていて、まあ特に感じるのは、何か特定のジャンルに対する優遇っていうのが、まあエンタメの方向っていうのはまあ以前からあるんですけれども、それ以外のジャンルに対する目配せっていうのが少しずつ衰えているような感じはちょっとするんですよね。まあゲーム実況に対して言うと、もうアメリカの方ではこのゲーム実況っていうのがものすごく人気があるんですけれども、 YouTube 以外での配信者もたくさんいるので、少しずつ YouTube のその力の入れぐらいも落ちてるのかなと。まあ今から YouTube の中でゲーム配信ガンガンやってますよ。でも世界配信から見ると、他の、まあ Twitch だったかな、他のところで配信している人たちの勢いっていうのもめちゃくちゃあるっていうところですよね。で、まあおもちパンダさんの話にちょっと戻りますけれども、音楽系、クラシックギターで演奏するんだからこれ何も問題ないだろうと私も思うんですけれども、音楽系はですね、地雷があるんですよ。本来であったら何の、著作権問題も発生しないはずのものに対しても、ある時突然私が著作権者だって言って、まあ嫌がらせするっていうことがあるんですよね。まあ台湾の台湾の女性ピアニストの方がですね、まあちょっと肌の露出の多い服を着てピアノを演奏するっていう、まあ非常に人気の YouTuber さんがいるんですね。まあその方は弾いてる曲はまあ最近の曲もちょっと多いんですけれども、でも弾いてる曲それ自体が、何か CD とかもしくはダウンロードで、音源をそのまま使ったっていうものじゃなくて、あくまでも自分の演奏したものなんですけれども、ある時その人の動画ですがね、全く本来だったら著作権を持っていない人が自分が著作権者なんだからこれらの動画やこのチャンネルについて一切権利を認めさせないぞっていうようなことを YouTube の運営に申し出たっていうことがあって、その時本当にそのチャンネルの収益が一気に止まったんですね。YouTube としては結局のところそういう装った権利者っていうのを妨害がしやすいっていう、まあそういった構造があるので、まあだからね、私の場合だとそうした意味では話している内容そのものについて著作権を侵害だって言ってくる人はいないんですけれども、でも音楽系っていうのはそういうのが時々起こるんですよね。嫌がらせってやつです。まあ結局その人については今では復活してるみたいなんですけどね。ともさんわかりますか？パンピアノさんです。その通りです。まああの方の場合、音楽系にジャンルはあるんですけれども、明らかに見ている人はその肌の露出が多いっていうのを楽しんでるだろうっていう、まあツッコミが入るところですよね。よいしょ。おもちパンダさん、そうそう1800年代の作曲家の曲を演奏した著作権に引っかかるらしいです。外国人が勝手に著作権を申請しちゃうんですよね。そうなんですよ。これね、申請する側は、なんていうか、ノーリスクっていうと変ですけれど、なんかペナルティを負うわけじゃないから、やったもん勝ちになってるっていうのがあるんですよね。申請を受けちゃったら結局 YouTube の運営としてはじゃあ止めようかってなるんですけど、止められた瞬間にその人の収入がバッて途端に止まりますからね。たとえその嘘での申請であったとしても止まりますからね。怖い話ですが。ジラフさん、特定の層に通報されると内容に関係なく広告停止ってあるかも。まあ嫌がらせは多いですねって。本当ね、このあたりは多分なかなかなくならないんかなって思っちゃいますよね。
よいしょ、よいしょ、よいしょ。銀翼さん、エルデンリングやって。エルデンリング。エルデンリングやっても、なんだろう、見てる人が、ものすごい、なんかストレス溜まるゲーム実況になると思いますよ。マリンさん、冷静にバイオハザードしてる上川さん見てみて。まあ、冷静にバイオハザードしてるっていうゲーム実況も私は見ますけれども、冷静なんだけど腕前があるっていうような人だったらいいかもしれないですけど、私は冷静な上に対して上手くないっていうところで、なかなか見てる人がつまんねえわこれっていうパターンになると思いますね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ほい。ドライジンさん、申請をちゃんと審査してから認定してくれ。まさに正論その通りでございます。なんでそれができないんだって私も思いますよね。おもちパンダさん、バトーさん、国が試験をして入れるしかないですね。これはちょっと前の話かな。よいしょ。ちょっと。といったわけで、皆さんからの書き込みを全部チェックしたかな。上川さんがチッとかクソがとか言ってるところが見られるかもしれませんね。いやー、さすがに、舌打ちとかクソがとかいうことはないと思いますよ。まあ単純にやられた時のギャーみたいな古いだろう、そのリアクションみたいな感じはすると思いますけれども。まあちなみにものすごい、まあ昔っていうと変ですけれども、今私がこの YouTube チャンネルで基本的には政治の話をいっぱいしてるわけなんですけれども、この政治的な話をする前はゲーム動画っていうのを上げてまして、その時何をやってたかっていうと、シミュレーションゲームを淡々とやるっていうね。だから3時間とか4時間とかシミュレーションゲームを黙々とやるみたいな非常に面白みに欠ける動画を、まあでも自分は楽しいから上げるっていうのをやってましたよね。まあでもその後ですね、結局のところ私自身もまあゲームを楽しんでるけど日本の未来やばいよね。まあやばいっていう言葉初めて今日使いましたけども、まあ本当にこの後この国まずいでしょこれっていうのを少しずつやっぱり思うようになってきて、で動画を上げ始まったというところから今の活動が始まってるんですよね。できれば世の中が非常に平穏で、そして日本の未来が明るくて、もうゲームして、そして自分の好きなノベルゲームとかをして、自分もそうしたシナリオを書いてみたいなことをやって楽しんでいるだけの人生で全く問題ないなって思える状況だったら、私はそちらの方が良かったと思うんですね。でも逆に言うとですね、自分としてはこのままだとその未来にすっごく日本に暗雲が垂れ込めてるっていうふうに思っていたので、なんかしなくちゃいけないなと思ってたんですよね。でも何かっていうのがわからない中で、まあ YouTube で動画を上げ始める。まあ結局のところそれがうまくいくかいかないかはまあ全くわからなかったんですけれども、でも今にしてみれば YouTube でこうやって皆さんに政治的な意見を発信するっていうことが多くの人たちにとって、あ、なるほどね、上川さんの話っていうのはなんかスッと頭に入るわっていうふうに言ってもらえることによって少しでも誰かのためにはなってるんだろうなと、まあそういったちょっとやりがいっていうのも感じていますね。政治系の話っていうのは正直言って多くの人たち、とりわけ YouTube の世界だとエンタメ系の動画っていうのがものすごい強くって何百万人っていう、まあそのぐらいの人たちっていうのもゴロゴロいます。で、そのゴロゴロいる人たちっていうのが例えば、まあヒカキンさんはじめ社長をはじめとしたいわゆるエンタメ動画を作っている人たちで、まあそれ以外でも100万人、200万人という人だとやっぱり見て面白い。もしくはカップル動画と呼ばれるような若い人たちが何度も繰り返し見ますよというようなものとかが、まあやっぱり圧倒的に強いんですよね。
政治系の話っていうのはやっぱりものすごく狭いジャンルなので、どうしても多くの人たちに届きにくいものです。だから YouTube でやるんだったら他のジャンルの方が絶対いいでしょっていう話にはなっちゃうんですけど、でも私にしてみると多くの人たちに向けて話をすることができる場所、これはやっぱり YouTube 以外ちょっとなかったんですよね。例えば Twitter で発言したとしても多くの人たちに伝わるかって言われると、やっぱりフォロワーの人たちが増えない限りはなかなか無理なんですよね。で、YouTube だとですね、動画を上げた後において、こんな関連動画ありますよっていう形で、私のチャンネルを直接見なかった人も私の動画を見るチャンスっていうのを YouTube が与えてくれるんですよね。YouTube の運営それ自体には私は不満がいくつかあるわけですけれども、でもこの仕組みそれ自体はなければ私は今のようにみんなに話しかける場面はなかったんじゃないかなと思いますね。それこそ YouTube でこうした政治的な話をしていなかったとしたら、私は今でもきっと会社勤めをしていて、いつもと同じようにいつもの仕事をして、そして、年を取っていってそのまま亡くなる的な、何にもない人生だったんじゃないかなと思いますね。そういった意味では、今みたいに多くの人たちが生放送に、見に来てくれて、こうした本当に全編基本的に政治の話ばっかりしてるのに、それでも最後まで聞いてくれる人たちがいれるっていうので、私はとっても嬉しいことであります。そうですね。おすすめに上がってきたっていうところから入ったっていうのはやっぱり、一番多いんじゃないかなと思いますね。パターンとしては。銀翼さん、日本の経済は治らん気がしてます。私も今のままだと基本的に日本経済はものすごく危険だと思ってます。先ほども言いましたけれども、なんていうか、この日本の未来が安泰だ、全然問題ないよって思ってるんだったら、多分今私は全くこういった政治的な発言を YouTube でしてないと思います。基本的に今のままだと危険だと思ってるからこそ、少しずつこうした発言をする活動に重きを置いてるっていうところですよね。ルーシーさん、皆さんも見たいと思っているはずっていうことで、そういうふうに思ってもらえると嬉しいですね。さて、というわけで皆さんからの書き込みをご紹介しながらいろいろお話をしてまいりました。土曜の21時からというのはまさに今までも、そしてこれからもある程度習慣化していこうと思っていますので、皆さんもぜひともまたこの時間にやってきてくれたらなと思います。というわけで本日2022年3月12日の生放送はここまでといたします。今後は次の土曜日までは動画の方でニュースを切り取って皆さんにお話をしていこうと思いますので、また見に来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、おやすみなさい。またね。